じゃあ私はこれで。すみません、お先に失礼しますね。よ、見ろよあれ。大丈夫か？ええ、お待たせしてしまって。今店を出た。車はまだか？急な追いつけだったもんでな。お嬢様の具合は？問題ない。そっちがすぐに来れば。了解。あと5分くれ。少し車を待つ。ごめんなさい、やっぱり気分が。時間がかかりそうならタクシーを。分かった。通りまで行ってみよ飲みすぎちゃったみたいで。祖父には内緒にしてくれます？余計なことは言わない。ねえ、大丈夫？よかったら俺らが女の子を送ってくよ。いいんだ、間に合ってる。うちすぐそこなんだ。タワマンの30階。おいでよ、みんなで介抱してあげっからさ。おい、修君が親切で言ってくれてんのに無視かよ。どうも、僕が修君でーす。どけ。俺一人でよけりゃ後で好きなだけ付き合ってやる。何舐めた口聞いてんだおっさん。トラブル発生。車はまだか？到着まで3分。何があった？後で話す。少し休んでるといい。大丈夫なんですか？俺らはこんな時のために呼ばれてる。どっかいいとこのお嬢様なのかな。大丈夫、うちの親もね、聞いたら絶対知ってる会社の社長。いいの、俺らに手出したらただじゃ済まないよ。お前らも今回り右すりゃ無事に帰れる。さもなきゃこれから起きることは全部お前らの選んだ結果だ。修君、こいつやる気だよ。まあおじさんはお仕事でやってんだろうしな。それにさ、恋ってのは障害があるほど燃えるもんだ。さあ、お嬢様にいいとこ見せちゃおうぜ。よせ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 、俺の車。マジかよ。お前誰に手出したか分かってんのか。ただじゃ済まねえぞ。案外優しいんだな。はあ？自分がこれからどんな目に遭うかより俺を心配してくれんのか。いや、ちょっと待ってください。思い出しました。あなたマルヒナの社長の息子さんですよね。マルヒナってあの有名な商社か。どうしてそれを。去年祖父の誕生パーティーに来てくれましたよね、お父様と一緒に。え、もしかしてあなた荻窪幹事長のお孫さん？ええ。これはとんでもないことを。申し訳ございません。今夜は留学先の中東の友人が日本に遊びに来ていたので、初めて六本木に来てみたのですが、あなたたちもよく遊びにいらっしゃるの？いやいやいや、僕らもたまたまです。本当に何とお詫びをしてよいか。いいえ、私もこんなに酔ってしまって。
お互い今夜のことは忘れませんか？もちろん。私は今夜何も見ていませんし、誰とも会ってません。私どものことも幹事長にはご内密にしていただけますか？ええ。はあ、ありがとうございます。本当にすみませんでした。よかったのか、あんなやつ見逃して。気にしないで。そんなことより今はもっと大事なことが。お願いだから早くどこかで私を休ませて。おい、車どうなってる？いつまでかかってんだ？もうすぐ、あと3分。さっきも3分って言ってたじゃねえか。気持ち悪い。任務ご苦労様でした。ただその後がよくありません。おつまみとはいえもう少し野菜は取らないと。いつでも俺を監視してるってわけか。迎えをよこさなくとってもう戻るつもりだった。そうでしょうね。もちろん疑ってなどいません。この車は禁煙ですので。さっきの店でもっと吸っときゃよかったな、シャバの空気を。お前は極道の世界に仇を巻き込む外道だ。仕事で菅井、女とガキを殺せ、撃ち殺せ。
見えるか、桐生一馬君。つい今しがた大道寺実先生が亡くなられたと知らせがあってな。誰だあんたは。私は政治家としてのいろはを全て大道寺先生に教えられたものだ。口封じの賄賂ってことか。いろいろ調べさせてもらったよ。養護施設のことを気にかけているんだって。それを気持ちよく受け取って全ての秘密を守るという意志、それさえ示してくれればいいんだ。全てを秘密にしたいのなら俺の条件を飲め。なんだと？自分が何を言ってるのか分かっているのか？なめるなよ。命が惜しくないのか？場合によってはお前が大事にしている人間も巻き添えになるぞ。やってみろ。いろいろ調べたんだろ。俺を本気で怒らせたらどうなるか試してみるか。なら貴様が秘密を守るという保証はどうしてくれる？死んでやるよ。何？あんたの力でこの病院で発行した死亡届を作ってくれ。そうしたら俺は一生消え続けてやる。今日もご精が出ますね、桐生さん。そう思ったんなら声をかけねえもんじゃねえのか。これ式で雑念が入るようでは修行と言えませんよ。なかなか手厳しいですね、花輪さん。この人はただの居候ですから、住職もどうかお構いなく。お気遣いありがとうございます。次の仕事が入りました。コードネーム上流としてのね。仕事ならこの間用心棒に行ったろ。荻窪豊の孫娘のとこに。何ヶ月前のことですか。あと荻窪先生は我々大道寺一派の中でも指折りの実力者。呼び捨てはご遠慮願います。会ったこともねえのに先生は無理だ。伝説の極道だったとはいえ、あなたはもう少し立場をわきまえるべきでは。ここでずっとただ飯食べてるだけでは居心地も悪いでしょう。俺はあんたらの秘密を墓まで持っていくと誓った。はい。大道寺実ってフィクサーが戦後から死ぬまで政治経済を裏で牛耳ってきた歴史、そいつを蒸し返されたくなきゃ俺らはお互いに犠牲を払う必要がある。俺は自分の死を偽装して人生も名前も捨てた。あんたらは俺の飯代だけだ。ただ飯食べてるだけってのは言い過ぎじゃねえのか。飯代以外に朝顔へ援助していることもお忘れなく。沖縄のあの児童養護施設はずっと資金なんですよ。大道寺からとバレないよう匿名の口座をいくつも使ったり手間をかけて寄付してます。大した額じゃありませんが、急に打ち切ったら子供たちが不憫ですよね。なかなかいい勝負ですな。仕事は年に数回の頼みです。それにあなただって我々に敵でないと示し続けた方がいいはず。約束とは
お互いの信頼によって支えられます。そして信頼は日々のコミュニケーションによって育まれる。ご心配なく。例によって簡単な任務ですよ。汚れ仕事でもない。これでもあなたのことは特別扱いしてるんです。敬意を表してね。さて、今回の任務を端的に言えば密輸の警護です。その時点でもう違法に聞こえるな。元極道が固いこと。別に誰かを傷つけたりするものじゃありません。依頼主は某アジアの独裁政権下で反政府組織をまとめるリーダー。我々の目には自由を求める革命家ですが、その国ではテロリストとされています。テロリスト？彼は日本で調達したある物を軍資金として自分の手元へ取り寄せたいと考えました。そこで我々大同寺一派がその輸送を手伝うことに。そんな話で俺に何ができる？まあ聞いてください。彼は物の輸送をまず CIA に頼りました。共に独裁者を認めず自由を愛する同志ですからね。そして CIA はこの手の大掛かりな闇仕事を大抵我々に相談してくるんです。具体的には有望な革命家の物を日本から送ってほしいと。ただし日米が関与した証拠は一切残さずに。物ってのは大量の金塊です。今時紙幣でも仮想通貨でもなく、おかげで人手がいります。なるほど。あなたの任務はその金塊を船に乗せるまでの警護です。現場には私や一派の他のエージェントも大勢います。結局桐生さんは持ち場に立っているだけでいい。簡単な仕事でしょ。大同寺ってのはもっと愛国心がどうのって集まりじゃなかったのか。随分俗な仕事をするんだな。ですがこれは大同寺の組織力あっての仕事でしてね。金塊の輸出というのは法律上面倒なんです。そこを一派の有力者たちがさまざまな便宜を図ってみせる。 CIA や革命家は感謝を形にしてくれるでしょう。そうかい。表に出せない金はこういった手段で稼ぐんです。それが大同寺一派の力となる。一見優雅に泳いでいる白鳥も水面下では必死に足をばたつかせているものです。ここでそんな話罰当たりじゃねえのか。さて、私は最近耳が遠くて。問題ないようです。どっちにしても気乗りのしねえ仕事だ。あなたに他の予定はないし、ここ以外の行き場もないはずですがお忘れなく。もしあなたがここを離れ世間に桐生一馬が生きていたと漏れれば、我々は約束を破られたものとみなします。その時ペナルティを受けるのはあなただけじゃありません。あなたが人生を投げ打って守ろうとした大事な人や子供たちも。その話は聞き飽きてるし十分分かってる。そもそも俺から言い出した約束だ。分かっているなら結構です。では仕事の話を続けても構いませんね。今物を乗せたトレーラーがこちらへ向かってます。そうか。とはいえまだ少しかかりそうですね。リラックスしていただいて結構ですよ。物を船に乗せるまで1キロ四方にいる者は全員グルです。彼らも大同寺のエージェントたちです。猛者揃いですよ。あなたはここで一緒に立ってていただければそれで十分。秘密の取引なんだろう。
その割に警備が多すぎる。報酬の大きい仕事ですから、クライアントの手前しっかり仕事してる感は出さないと。俺らはそのためにかき集められたのか。私は他を見回ってきます。一人で大丈夫ですね。連中は俺のこと知ってんのか？いえ、単に同僚の一人としか知りません。彼らもお互いコードネームで呼び合っています。うっかりご自分から素性を明かさないように。おい、どこに行く気だお前。いや、ただ立って待ってるだけだったんでな。勝手に持ち場を離れるな。この一帯は俺が配置を割り振っている。従ってもらおう。分かった。やっぱあれだな。昔どんだけ偉かろうが年食うと惨めなもんだ。あの堂島の竜でもな、桐生一馬、東上会の元4代目会長。もう3年前か。あんたの死を偽装するとき、実は俺も1枚噛んでいてね。面倒な仕事だったよ。まだ礼を言われてないな。どうした？別に隠さなくていい。俺たちは今同じ組織にいるんだし、たかがヤクザ一人、生きてようが死んでようが実際誰も構やしない。それより俺は興味があるんだよ。伝説の極道っていうのが本当に強いのか。要は町一番の喧嘩屋さんだろう。例えば俺たちみたいな本物相手でもやり合えるのか。なるほどな。何がだ？持ち場に戻った方がいいのか、それとも喧嘩を買ってやりゃいいのか。俺はどっちでも構わねえ。よし、そう来ないとな。お前、相手がヤクザだからってあんまりいじめるな。少しは手加減してやれ。伝説の竜がそんな弱いわけないだろう。もしそうならこいつこの先どんな顔して生きていけばいい？ああ、本当にそうだな。よーし、いいな。じゃあ最初はゆっくりと右のパンチからいくか。間違っても一発で倒れるなよ。行くぞ！おい、何やってんだお前ら！ボサッとすんな！この野郎ぶちのめせ！聞いてたより楽しい仕事じゃねえか。バカな。この人数を一人で。お楽しみだったようですね、皆さん。ではそろそろ持ち場に戻っていただけますか。幸いトレーラーの到着が少し遅れているようです。皆さんのお戯れには目をつむっておきますよ。あなたもテクニカルな格闘が板についてきましたね。どうです？合理的に敵を無力化するのは。ストリートファイトよりスマートでしょ。寺ごもりの暇つぶしに覚えただけだ。今の喧嘩もただの暇つぶし。この先の俺の人生もな。喧嘩を生きがいにしてた人の気持ちは分かりかねますね。だったら余計な口挟まねえことだ。以後気をつけましょう。ところでいいのか？俺の素性はもうみんなにバレたみてえだぜ。問題ありません。外部に漏れさえしなければ。あんたは時々大道寺って組織を過信しているように見える。組織に完璧なんて求めてもいませんが、それでも東上界よりはマシでしょう。2年前に
カムロ町の浄化作戦で一掃されましたね。都知事は参詣作戦と銘打って。あの時は東上会の会長や幹部たちが真っ先に失踪。今では代わりに関西の近江連合がカムロ町を乗っ取っています。その引き金を引いたのは東上会の一幹部に過ぎなかった荒川真澄。たった一人の裏切り者によって崩れた東上会は本当に脆弱な組織でした。我々もせいぜい学ばせていただきましょう。一応言うと銃帰ってくんな、あんた。ではこれ以上悪く言うのはやめておきます。あなたが組員として人生の大半を捧げた組織ですしね。俺だけじゃねえさ。俺にとって大事な人たちはみんな東上界と切り離せない人生を送ってた。それが煙みてえに消えたなんて、どう言われても実感が湧かねえ。これを言って慰めになるか分かりませんが、ヤクザが大っぴらに生きていける時代はもう終わりました。あなたがいたところで東上界は消える運命だったと思います。今関西から押し寄せている近江連合にしてもいずれは同じ末路でしょう。時間の問題です。あんたの言う通りだった。何がです？確かに何の慰めにもならなかった。それは残念です。トレーラーが入ってきた。予定より10分遅れた。了解しました。周囲に異常は？トレーラーを先導するバンが一緒に向かってきてる。問題ないか？トレーラー以外にも車が？ああ、黒いバンだ。トレーラーはその後ろについて走っている。では2台ともすぐに止めてください。トレーラー以外の入場は計画にありません。止まれ！こっちだ！トレーラーが突っ込んでくる！止まらない！予定と違う客か。おい、こいつらなんだ！コンテナに物はなし、取引は中止。繰り返す、取引中止。現場にいない者は即時撤収。上等だ。兄貴、こいつが花輪ですわ。おい、手貸せ！行くぜ！何を？花輪？やめろ！そいつやな。よっしゃ、乗せろ！花輪をさらうのが本当の狙いだったのか。金塊運びはそのための茶番？
何者だ。お前まさか一体何が。考えるのは後だ。立てるか。奴ら私をさらおうと。でもなんで。花はええ、自分の身は自分で守ります。できるだけ。ああ、よく言った。時間切れ。大丈夫か、花は。生きてるな。ええ、なんとか。怪我は。それより我々も早くここを脱出しないと。すぐに警察や消防が来ます。我々は彼らに見られるわけにはいきません。そこまで頭が回ってりゃ大丈夫だ。花輪さん、族は全員逃げていきました。こちらの怪我人は多数。3人が死亡です。何？そうですか。急げ。もうそこまで消防が来てる。不当で死んだエージェントの一人、あなたに喧嘩を売ってきたものでしたよ。因果応報ということでしょうか。死んだ3人は金属バットで派手に頭蓋骨が陥没していたそうです。最初から相手が死んでも構わないという殴り方だ。死体はどうした？始末しておきましたよ。この先も表に出ることはありません。こういう時のために死んでも騒がれない人間が使われているんです。あなたと同じようにね。そうか。お前まさか。どうしました？いや、何でもね。花は昨べの目出し坊たちが誰か当てはついたのか？疑わしいのは今回の密輸を持ちかけてきた依頼主ということになります。例の某独裁国家の革命家ですね。なぜなら彼と CIA 以外事前にあのトレーラーへ兵隊を潜り込ませることはできません。そして敵がもし CIA だったなら私なんかをさらうのにあんな手間をかける必要はない。革命家。ところが改めてその革命家に問い合わせたところ全面的に否定されました。金塊密輸の話自体が寝耳に見ず CIA に物を頼んだ覚えもないと。どういうことなんだ？我々の仮説としては全く正体不明の何者かミスター X が革命家になりすまし CIA に茶番の密輸話を持ちかけて我々を引きずり出した。その目的はなんとこの私をさらうこと。あんたを何のために？それがさっぱり。私は組織のしがない末端で大掛かりにさらうような価値はありません。ミスター X に話を聞かなければ昨べ起きたことが何だったか分からずじまいでしょう。今大同寺一派の総力を挙げて探しています。これまでのところ手がかりはゼロですが。しがない末端のために
大道寺が総力を挙げると思えねえが痛いところをついてきますね。確かにそうです。ですから私としては他の線からも独自に調べを進めようと思った次第です。それで今日はこちらへ伺いました。桐生さんはお気づきだったか。目出し帽のうち何人かは和彫りの入れ墨を入れていたんです。特に死んだエージェントを襲った般若の男にはこれ見よがしなのがね。俺は見てねえな。そいつとは勝ち合わなかったようだ。入れ墨は見事なものだったそうで、それなりの組に入っている極道ということでしょう。つまり横浜には古くから清流会という組があります。彼らが昨べの襲撃に加わっていたのかも。少し様子を伺ってきてもらえませんか。もちろん事務所の外からで結構です。いや、入れ墨のやつがいたからって地元の極道とは限らねえ。ミスター X につながる線としちゃだいぶ薄い。ええ、もっと有力な線は他のエージェントたちに追わせてます。ですが極道を調べるならあなたが適任ですよね。私は真実を早くつかむためにできるだけ多くの線を追いたいんです。なるほどな、分かった。いいんですか。その代わり俺もミスター X の正体に興味がある。何か情報が来たらこっちにも教えてくれ。珍しくやる気ですね。もしかしてまた私が襲われないかと心配を。だとしたら感激です。まあそうかもな。どうも違ったようですね。ともあれ気をつけてください。清流会にもあなたの顔を知る極道がいるかもしれません。とりあえずは事務所に異常がないか遠巻きに見るだけで結構ですよ。おう、なんだお前。どうも、お出かけで兄貴。また例のソープっすか。うるせえよ、仕事で行くんだ。人聞きが悪い。すんません。まあいい、お前も連れてってやる。いいさ。もともと空振り覚悟だ。おお、これてめえ人様んちを覗き見か。あんたらはとぼけんな。とっくに分かってんだろ。清流会のもんだ。落ち着けよ。俺はここで一服してただけだ。誤解させたんなら謝る。ええ、極道に囲まれてそんな不定面してなきゃそれで通ったかもな。分かった、もう消える。それで勘弁してくれ。そうはいかねえ。どういうつもりで覗いてたか洗いざらい吐いてけや。遠慮すんな。うちの事務所の中に入れてやろうってんだからよ。こんな遠くから見てたって何も分かりゃしねえぞ。ところでお前、大道寺の人間なんだって。何？やっと驚いたみてえだな。どういうことだ？さっき匿名でメールが送られてきてな。それがこの写真でよ。ご丁寧にお前が大道寺の人間だってメッセージ入れてな。俺らを覗いてるつもりが他の誰かさんに見張られてたんだよ。お前はざまあねえ。大道寺の人間ってなんだ。そんなのがうちになんのようだ。その写真を送ってきたやつに心当たりは？他に何て言ってた？いや、何も。
ただそいつの言う通り、お前がこの場所でうちをデバガメしてやがったのは確かだ。おら！てめえ！その写真の送り主には興味がある。だがお前らに用はねえ。ここは黙って行かせてくれ。バカが寝言は寝て言え。てめえ何してやがる。悪いな、オロチクってやつが誰か知りてんだ。ふざけんな。そういや一応聞いとく。お前ら昨べ不当を襲わなかったか。ああ、何の話だ。だよな。そんなこったろうと思った。この写真の送り主、メールしてきたのは今日が初めてか。てめえに答える義理があるかよ。確かにねえな。もう俺のことは忘れろ。俺も忘れる。覗きを袋にするつもりが返り討ちにされたなんて誰にも知られたくねえだろ。清流会の看板に傷がつく。どのみちもう二度と会うことはない。騒がせて悪かったな。おい待てやてめえ。このままで済むと思ったのか。おい。なるほど。では清流会と不当の襲撃は無関係だと。多分な。そっちだって最初からそう思ってたろ。それより花は誰かが俺を覗いてたことの方が問題だ。そいつは俺が大道寺の人間ってのも知ってる。ええ、匿名メールの差出人ですね。タイミング的に不当の襲撃犯と同じ一味でしょう。つまりそいつがミスター X 本人、もしくはその仲間です。さらに言えば今この瞬間もあなたは彼らに監視されているのでは。ああ、実は背中に視線を感じてる。ずっとつけられてたようだ。尾行は負けそうですか。やれないことはね。だがせっかくの手がかりだ。もっとうまい使い方があるんじゃねえか。と言いますと。人気のないとこに誘い込んで逆に捕まえる。そいつらを絞り上げてミスター X の情報を聞き出せばいい。つけてきてんのはせいぜい2人ってとこだ。なるほど。確かにあなたならわけないですね。わかりました。私もそちらに向かっています。一応お気をつけてと言っておきますよ。俺に用があるんじゃねえのか。思ったより多かったな。怪我さす気はないんや。おとなしゅうついてきてくれませんか。俺らはもうあんたの正体を知っております。やっぱり死んだっちゅうのは嘘やったんですな。ゲリアさん、誰かと人違いして何の話か分かんねえよ。だが
お前らが何者かは改めさせてもらう。それは随分虫がええんちゃいます。お前は顔を隠さなくていいのか。他の奴はみんな隠してるぞ。俺はあんたの敵ちゃいますわ。せやけど場所変えて話せませんか。ここにはすぐ大道寺の人間も来るんやろ。さあな。やっぱりお前の話は何のことだかわかんねえ。そういうことやったらまあ腕づくで化けの皮剥がしたる。お前らええな。相手は堂島の竜や。殺す気でかからんとやられんで。気張っていけ。しゃー。えい。やっとお顔を拝ませていただけましたな、桐生さん。面白い。真打ち登場ってわけか。誰なんだお前らは。今からでも遅ない。あんたがおとなしゅうするんやったら全部話したる。そいつは聞けねえ相談だ。そやろな。それでこそ堂島の竜や。誰だお前は。俺ら大阪から来ました。8代目近江連合や。桐生一馬やのうても近江くらい知っとるわな。近江のもんが横浜で何してる。決まってるでしょうが、あんたを探しに来たんです。大阪にはまだまだ桐生一馬の死なんぞ信心者がおるっちゅうことですわ。昨べ不当で襲ってきた目的は。もしほんまに桐生一馬が生きとったなら、誰かが大々的にその死を偽装したはずや。警察や役所にも顔の利く権力の持ち主がな。であんたの死んだ広島でそんな真似ができる連中といえば、真っ先に浮かぶんが大道寺一派や。そん中であんたと繋がってそうな管理者を捕まえたかったんです。あんたが生きているかどうか、もし生きとったらどこにおるんか聞き出すために。花輪のことか。ええ。まずはよそのテロリストのふりしてアメリカ産に金塊の密輸を持ちかけました。多少は怪しまれたでしょうが、気前を手数料弾みましたんでね。そして CIA は俺の読み通り日本での金塊輸送を大道寺に丸投げした。そこまでやって初めて俺らは大道寺の実動部隊を引きずり出せたんです。初めから CIA が大道寺に頼るのを見越してたってわけか。そうです。けど昨べの埠頭にあんた本人がいるのを見つけた。ならもう管理者なんぞに用はない。直接あんたに接触したらええ。その用済みの管理者がお迎えに来てくれたぜ。さすがですね、上流。自分をつけてきた連中を一網打尽とは。ただ確かあなたは相手を2人程度と見積もっていたはずです。結果オーライってことでいいだろう。
まださらにお仲間がやってこないとも限りません。すぐに場所を変えた方がいいでしょう。そちらお名前は？名前はまだだ。近江連合のもんだってとこまでは聞いた。では続きは車の中で聞きますよ。時間はたっぷりありますから。なるほど。では近江連合は桐生一馬を探そうとして昨べの襲撃を。ああ、ただの人違いだってのにずっと俺を桐生と呼んでる。なんぼとぼけだって無駄やで。俺は命じられた仕事を完了させるだけや。興味深いですね。あなたがそれを誰に頼まれたか全部聞くまで返しませんよ。俺の尋問はあんた一人か、花輪さん。それが何か？要するに今桐生さんに張り付いとるのはあんた一人きりせやな。どういう意味だ？お前は何を？俺見てたぞ。今バンがわざとあの車に体当たりしてったんだよ。般若の男。やべえぞ、行こう。一緒に来てください、桐生さん。俺らはあんたに力を貸してもらいたいんや。俺は桐生って男じゃねえ。だが売られた喧嘩は買わせてもらう。なるほど。大道寺一派に首ははめられとるわけや。せやったらそれは俺らの方で外して差し上げます。何？獅子堂やったれ。今ここにおる大道寺はそいつ一人だけや。殺しに何の躊躇もなしか。どういうつもりだ？そういうあんた大道寺の犬になり果てたんか。何が伝説の竜や。笑わすな。花は離れてろ。みんなあんたが邪魔らしい。そのようで。獅子堂、ドスはあかんで。桐生さん殺してどないすんねん。ほな半殺しでやめときます。好きにほざいてろ。行くぞ！さっきから小綺麗な喧嘩やな、桐生さんよ。格闘技の試合ちゃうんやぞ。俺に勝ちたいんやったら殺さな終わらんで。弾の取り合いにルールなんざありゃせんのや。暑苦しい野郎だ。ならお前と同じ戦い方で力でねじ伏せてやるさ。試したらどないや。そうや。あんたはそっちのが本性出とるけど見かけ倒しちゃうやろな。試してみたらどうだ、若造。よっしゃ、
第2ラウンドや。拾えよ、構わねえぞ。殺し合いにルールはねえんだろ。老いぼれが俺に勝ったつもりでおるんか。もうええ、時間切れや。ギリオさん、もう抵抗戦と一緒に来てください。花輪さんが死にますぜ。よかったら私から話しても。おう。上流、私の言うことをよく聞いてください。あなたにとって一番大事なものは何か、一番守りたい相手は誰か、そのことを考えれば今何をすべきかすぐに分かります。つまり私のことなど構わなくていいんです。私もプロだ。こんな状況になったのは私のミス。花輪、くそ、獅子だ。どうせ持って何する気やった。目的忘れんな、車乗れ。せやけど頭、この人たちは雨を見とったな。お前も俺もや。はよ乗れ。足のつかん飛ばしのスマホです。後でまた連絡します。初めからやり直させてください。せやけど余計な真似したら花輪さんはもう生きては帰れ。横浜の海に沈んでもらいます。どういうつもりだ。俺はあんたとゆっくり話がしたいんです。そのために時間も金もかけた。詳しくはまた後で。ここにもそろそろ札が来る頃や。名前くらい名乗っていけ。八代目近江連合直参渡瀬組の鶴野と言います。渡瀬組だと。うちの親父はあんたも知っての通り渡瀬勝、近江連合本家の若頭、つまりは実質極道の頂点に立つお人です。あんたに力を借りたいっちゅうも親父の意志や。騒がせて悪かった。すぐに出ていく。誰か血だけ拭かせてくんねえか。ええ、そういうことでしたらこちらへ。すまねえ。助かった。世話になったな。いや、俺らは別に。それにしてもすげえ喧嘩でしたね。あんたも相手の男もえらい迫力でしたよ。俺たちはもうビビっちゃってなあ。ここはホームレスのたまり場なんです。地域の鼻つまみですよ。住み着いてんのはみんなここへ来るまでにいろいろあった連中で、例えばほら、あそこのテントの主は最近まで看護師でした。何日か前なんて銃で撃たれた男を見てやってましたよ。銃で撃たれた？違いますって。タグ、こいつすぐに話盛るんだから。いや、持ってねえって。いたじゃねえかよ、頭もじゃもじゃの筋もんが。今もあのテントの中で寝てんだろ。大きな声出すなよ。おっと、見てください、あれ。あんたはもういた方が良さそうですよ。俺らは警察に何も言いやしません。面倒には関わりたくないんですから。分かった。ありがとうな。
上流。GPS がこの位置で花輪を見失った。何があったか報告してもらう。すぐ寺に戻れ。待ってくれ。花輪は昨べ埠頭を襲ってきた連中にさらわれた。今そいつらからの電話を待ってるとこだ。おい。報告は寺で聞くと言ってる。そいつを返せ。まず寺に戻って報告だ。花輪のいない間は俺がお前を管理する。指揮系統に従え。身の程をわきまえろ。なるほど。敵は近江連合を名乗っていたと。しかし一方でその裏付けはできてないんだな。本当に連中が近江連合かはお前にもわからん。ああ、そんなことよりさっきのスマホを返してくれ。奴らから電話が来た時、俺が出ねえと花輪がやばい。それは気にしなくていい。どうせスマホは電波を遮断している。 GPS でこっちの場所を探知されちゃ困るんだよな。どういうことだ。要するに向こうが電話をかけてもこっちには繋がらないってことだよ。だったらなんでここに連れてきた。状況を報告してもらうためだ。まだ終わってないぞ。誰が質問していいと言った。いい加減にしろ。話になんねえ。そりゃ話にならないわけだ。お前は自分が何だと思ってる。こんなことをやってる場合じゃねえんだ。仲間が人質に取られてんだぞ。奴らだってこっちとの連絡がつかなきゃ花輪を殺す。その代わりこれ以上我々の情報が漏れることもなくなる。何？もう花輪がさらわれた時点である程度は仕方ない。拷問にかけられ何も喋らないなんてまず無理だ。これはお前の責任だな、上流。だがまあ我々は情報が漏れた前提でまた組織を闇に潜ませればいい。あんた花輪を見捨てる気か。何の手も打たねえうちから。あいつが本当に大道寺に忠実ならもう自分の手で自分に始末をつけている。そうでないなら組織をリスクにさらしてまで救う価値はない。そいつは大道寺の方針か、それともあんたが個人的に責任を負いたくねえってことか。知ったような口を聞くな。やれ。初めからこうしてりゃよかったんだ。伝説の極道だったらしいが結局俺らとどこが違う。同じ日陰者だろ。これからは特別扱いもしない。任務とあらば汚れ仕事はつきものだ。それをもし断ればお前にも沖縄の子供たちにもペナルティーを与える。どこにでもいるんだな、無能な指揮官ってやつだ。俺の名前は吉村だ。よろしくな。自分の立場を分からせてやれ。時間は好きなだけ使っていいぞ。スマホを返してくれ。電話かかってくるんだ。今ならまだ花輪を助けられる。我々も好きでこんなことをやってるんじゃないんだよ。桐生さん、まあでもこれからは一緒に仕事もするだろうし、自己紹介を兼ねてたっぷり殴らせてもらう。仲間が敵にさらわれてんだ。なのになんであんな奴の言いなりになる。お前らもいつ見捨てられるか分かんねえぞ。かもな。でも少なくともお前よりは後だよ。失礼。
お邪魔いたします。何か？皆さんにお見せしたいものが。先ほど桐生さんにお持ちいただいたスマホです。電源を入れるとまずいのでしたっけ？ GPS で敵にこの場所が知られてしまう。だったらなんで切らない？それはもちろん花輪さんを救いたいからです。おい何やってる？自己紹介するときはたっぷり殴るのがここの流儀だったな。だったらお互いによく知り合おうじゃないか。ジョーリエ、てめえ行くぞ！いざとなると暴力で解決してしまう。我々の修行はまだ道半ばですな。あんたよかったのか。こんな真似したらまずいことに。お気になさらず。私は本物の僧侶ではありませんし、この寺も私もまがいものです。大道寺一派の隠れ蓑に過ぎません。それはまあそうじゃねえかって気はしてた。花輪さんを助けてあげてください。実を言うと彼は私がスカウトしてきたんです。かつての私は大道寺の金庫番の一人でしてね、有能な部下が必要だったんです。そしてこんな裏の世界に引きずり込んだ。彼は普段面白みに欠けますが、いざという時には信頼に足る人物でしたので。同感だ。だから敵にさらわれたまま死なせたくねえ。あんたが持ってきてくれたこのスマホでまだあいつが助かる目はある。それにはまずこの寺を脱出しなくては。すぐに追っ手がかかります。さあどうぞもう行ってください。あなたがここを生き延びないことには花輪さんも助かりません。ああ、分かってる。やってくれたな。花は一人のためにお前は大道寺全体を敵に回した。そこをどけ。俺は能なしの指揮官に愛想を尽かしただけだ。なんだってそうまでして花輪を助ける。あいつだって所詮はお前の監視者だ。どっかで拷問されようが殺されようが別に構わんだろう。俺はもう自分の過去も人生も名前すら捨てている。未来に希望もねえ。こんな人間の面白くもねえ人生を今全部知ってくれてるのはあいつだけだ。ふん、堂島の竜ともあろうもんが惨めったらしい話しやがって。今日花輪は極道に銃を突きつけられた時、自分のことは助けなくていいと言った。てめえの命よりも俺や俺の大事にしてる人間を優先してくれとな。そんな男を見捨ててお前らの言いなりになったらその後俺に何が残る。はっ、なんだそりゃ。知ったことかよ。そうだな。お前には伝わるわけがねえと思ってた。それならそれで構わねえ。だが俺の道を邪魔するってんならこっちは力ずくで押し通らせてもらう。そうか、上等だ。やってみな！
しばらく電源が切れてましたが。ああ、今は入ってるだろう。もう花輪さん見捨てたんかと思いましたわ。あいつは無事なんだろうな。ええ、せっかくの人質を殺すわけがない。今から言う場所に来てください。偉人町のスナック街にサバイバーいう店があります。そこでお待ちしてますわ。もちろんお一人でいらしてもらいます。分かってる。ただ到着まで少し時間がかかる。ご心配なく。そちらの位置は GPS で分かっておりますんで、今後スマホは無断で切らないように願います。では後ほど。いらっしゃいませ。待ち合わせなんだ。どうぞ。姉ちゃん、こちらの人にも俺と同じの。かしこまりました。なんでこの店なんだ？ここは偉人町でいっちゃん安心な店なんです。いつもはこわもてのマスターが睨み利かしとるんですけど、今日はなんや腰痛めとるらしい。そうなんですよ。ごめんなさい。ええてええて。案外律儀なんだな。お前一人か。そっちは手下を引き連れてると思ったぜ。目的は話し合いですから。あんたには少しでも心開いてもらえませんと。花輪はまだ生きております。奴のことについてもこれからお話しさせていただきます。お前は渡瀬の命令で動いてると言ったな。だがあいつは今無所にいるんじゃなかったか？前にニュースで見たぜ。俺ら親父からはその直前に命令受けてました。いたらもんであんたを見つけるのにえらい時間かかりましてね。せやけどやっとここまでこぎつけた。あいにくだが俺はお前らの探している桐生一馬じゃない。もうええやないですか。それは見てるうちに大体のからくりは分かりましたよ。あんたは大同時一派と密約を交わしたんとちゃいまっか。多分その見返りは沢村遥と朝顔の子供たちの安全。大同寺言うたら昭和のフィクサー、黒い噂まみれの秘密結社みたいな連中や。で広島であんたをやったっちゅう陽明連合会はその兵隊です。あんたは連中を叩き潰したが、大同寺と手打ちするには死人になるしかなかった。つまりあんたもそれで納得しとる。なんやったらあんたの方から言い出した約束なんかもしれまへんな。全ては大事な子供たちを守るために。ああ、そうや。この子ら人質にとったら俺らの言うことも聞いてくれます？やってみりゃいい。そん時はお前らも渡瀬もこの世に生まれてきたことを後悔させてやる。俺の推理は大体合ってたようですね。鶴野だったな。俺が桐生一馬だとして渡瀬の頼みってのは何だ？それを聞くならまず俺らの頼みを引き受けると約束してください。でないとお伝えできません。花輪さんの命を保証することも。何の頼みか聞きもしねえで引き受けろってのが。もちろん見返りはご用意させていただきます。もし引き受けていただけるなら。
俺があんたから大道寺の首は外してみせますわ。何？簡単なことです。あんたはもう一遍死んでみせたらええんですよ。親父の頼み聞いてくれたら、こっちでもう一遍桐生さんの死を偽装します。今度騙す相手は世間やのうて大道寺一派や。あいつらかてほんまにあんたが死んだ思うたら監視のしようもあらへん。沢村遥や他の子供たち、そらさすがにまた一緒に暮らすのは難しいかもしれんけど、人目盗んで時々会うくらいできるはずや。また会えるようになるんやで。あんたが守った朝顔の子らに。ただしその場合、花輪さんには死んでもらわな。なんだと？桐生一馬の2度目の死や。その状況に説得力持たせるには花輪さんの死体も必要です。別にええやないですか。花輪は大道寺があんたの首につないどる紐でしかないんや。その紐切って自由になるのに何迷うんです。あんたはもう一遍死んで生き返るんや、桐生さん。みんなそろそろ出れる？お花も買っていかなきゃいけないんだからね。綾子姉ちゃん、俺の服は？知らないって。もうあんたハルトじゃないんだからさ。さあほら行くよハルト。あんたはもう一遍死んで生き返るんや、桐生さん。俺らについてくれたら十分見返りがあるっちゅうこっちゃ。近江連合直参渡瀬組の総力を挙げて保証させてもらいます。だがそのためには花輪に生きていられちゃ困るってわけだ。ええ、俺の計画はこうです。まずあんたと同じ体格の死体を一つ用意します。それが花輪さんと一緒に見っかれば大道寺には桐生さんに見える。世間的にはどっちの死体も身元不明。俺と同じ体格の死体か。そんな都合のいいもんが用意できんのか？近江連合をなめんでください。すぐ調達できますわ。あとは俺らにも抱き込める検視官はおりますんで、今度はこっちが大道寺を出し抜いたります。なるほど。どうやらいい話らしい。ご理解いただけたようで。ああ、俺が桐生一馬だったらの話だがな。あんたまだそんなことを？さっさと花輪を返せ。こっちの用はそれだけだ。桐生さん、人違いだと言ってる。はあ、黙って見やっとってもしゃあない。それは見ての通り赤い虎です。どういう意味だって聞いてんだ。大阪の蒼天堀に赤目っちゅうホームレスたちを取り仕切っとるもんがいます。そいつんとこ行ってこの赤虎を見せてください。
花輪さんも今車で蒼天堀に移送中です。それを追いかける手がかりになります。なんでそんな真似をする？俺らにしても親父に話聞いとるだけであんたがどれほどの男かよう知らん。なんで手間暇かけて仲間に引き込まなあかんのか証明してもらわんことにはいい加減こっちもアホらしいようになってくる。死ってのはこっちのセリフだ。そもそも俺は桐生じゃないと。あと一遍でも言うたら花輪は殺す。蒼天堀には一人で向かってもらいます。もし他に連れてきたらその時点で交渉はしまいや。俺らが会うことは二度とない。花輪さんは死体も上がらんで。こいつを赤目ってやつに見せたらどうなる？やってみたらわかります。赤目は蒼天堀川の南側を縄張りにしておりますんで、その辺りで人に聞けば会えますわ。俺からのヒントはここまでや。ゲームのつもりか？ええ。せやけど悠長にやるつもりはありません。堂島の竜が噂通りの男やったらすぐ答えにたどり着く。そうやないならこっちから見切りつけるだけや。花輪さん見捨てる気やったらそれも結構。好きにしたらええ。もしもし。俺だ、住職。上流だ。連絡をお待ちしてました。花輪さんはどうなりました？まだ人質に取られてる。場所は蒼天堀のどこか。近江連合の町だ。俺もこれから向かう。では私は何をすれば？3日経って連絡がなかったらこのやり取りを大道寺の連中に伝えてくれ。その場合俺は花輪の救出にしくじったってことだ。花輪の命はあんたらに託す。どうでしょう。一派が花輪さんやあなたの救出に動くとは思えません。ああ、だが伝えておくべきだと思ったんだ。もし俺が死んだらもう花輪の居場所は誰にも分からなくなるんだな。わかりました。お心遣いに感謝します。失礼。赤目ってやつを知りませんか？赤目？さあどうやろな。あんた誰や？別に怪しいもんじゃ。夜にそんなグラサンかけとるもんがかいな。いや、それはまあええわ。赤目のことやったらホームレス捕まえて聞いたらええ。ホームレスはその辺におるやろ。すまない。赤目ってやつを探してるんだが。ああ、今日は見とらん。いつもその辺歩いとるんやけどな。どんなやつだ？よそもんに余計なこと言うてあの人怒らせとうないんや。聞くんやったら他のもんに聞き。なあ、赤目ってやつを知らないか？
赤目さん。ああ、それやったらほらあれや、駐車場の方に歩いてったで。急いでったらすぐ追いつくわ。どんなやつだ？特徴は？行ったらすぐわかるわ。早う行かんとどっか行ってまうで。なんやおっさん。赤目ってやつを探してる。聞いたことは？赤目さんに何の用や。さあな。ああ、なんやと？悪気はねえんだ。ただ赤目を探してこいつを見せるように言われてる。待ておっさん、それ。こいつは何なんだ？なんや、あんた知らんのかい。そうかいな。よかったら何なのか教えてくれ。さらわれた仲間探すのにこれだけが手がかりなんだ。なんも知らんあんたが持っとってもしゃあない。わしらがもらっとこな。ええやろ。どうやら聞く相手を間違えたらしい。えらい余裕やな。お前ビビっとるんちゃうか。グラさんでようわからんけど。やめとけ。お前らに怪我させるつもりはねえんだ。ええからそれよこせやおっさん。口で頼んでるうちにな。警告はしたぜ。そらこっちのセリフや。間抜け。お前らじゃ拉致が開かねえ。開かねえんとこに案内しろ。これ以上手間かけさせんな。そんなん相手に凄むんやめや。初めて見る顔やな。蒼天堀まで来てえらい度胸やん。仲間も連れんと一人でようやるわ。誰だ？そっちこそうちを探してたんちゃう？じゃあお前が赤目？まあな。そんなジロジロ見んといてくれる？ホームレスたちを仕切ってると聞いたんでな。もっと違う感じを想像してた。他にもいろいろやったんで。うちは何でもやや。便利屋とか情報屋とか客によって呼び方はいろいろやけど。ほら、いつまでそのあんちゃん掴んどるん？で、うちに何の用や？あらまあ、その赤虎ってことはあんた渡瀬組の客やな。ああ、鶴野って男からあんたにこいつを見せろと言われた。ああ、なるほど、了解や。オッケー。そしたらついてきてくれる？待てよ、こっちは何も OK じゃねえ。あんたは鶴野の何なんだ？手下ってことでいいのか？うちはそんなんちゃうって。鶴野さんとは直接会うたこともない。ビジネスだけのドライな関係や。なんだと？じゃあ花輪のことは？花輪？なんなんそれ？おい、冗談だろ。うちに何期待してたか知らんけど、まあ任しとけ。ついてきて。ガキの頃怪しい人にはついていくなと教えられたんだから。うちはヤクザとちゃうで。だからって仇とも言えなさそうだ。ま、それはそうかもな。ん？なんて読んだらええ？本当に鶴野から何も聞いてねえんだな。全然。うちは赤虎持ってる人をおもてなしするだけや。あんたこそ何も聞いてへんの？ああ、もてなしって何のことだ？へえ、そら脅かしがいがあるな。その赤虎はとある場所への通行証なんや。まあすぐ行けるところやないし、とりあえず腰落ち着けようか。上流だ。ん？
俺のことは上流と呼んでくれ。改めまして、うちは赤目や。そんなら行くで、上流。ああ。ここはうちの事務所や。普段は人を入れへんのやけど、赤虎のお客やし特別。事務所って割にはボロいっちゅうんやろ。昔はオデッセイいうキャバレーの倉庫やってん。ま、汚いとこやけどどうぞ。生体認証。後で上流も登録しとこな。どや、ここが赤目さんの事務所やで。まあ例のとある場所に行かへんうちは好きに使ってええよ。外と随分印象が違うもんだ。あんまり羽振りええとは悪者に狙われるやろ。仕事柄裏の人ともつながってるし、用心のためや。何でも嫌だったな。法律も気にしねえタイプか。笑わせるわ。赤虎持ってる人が何言うてんの。まあのんびりしてて。あ、上流の名だけ登録させてな。そしたら自由に出かけてってええから。よっしゃ、これで完了や。もうええよ。かわいい目してんのになんでずっとグラさん。あんたはただの案内人なんだろう。だったら詮索はなしだ。そんな意地悪言うんや。まあとにかくもう外に出てもええし、話の続きしてもええよ。うちはしばらくここにおるからな。さて、これからどうする上流。とある場所へはすぐに行けないのか。今からはちょっと無理やな。明日にしよう。それに行ったら最後、あそこは万全の体調で行かんと後悔するで。悠長にしてる場合じゃねえんだがな。あんたは何者なんだ、赤目。何でもや言うたやん。まあ合法非合法問わず大抵のことはやるかな。一番稼げてんのは情報屋の仕事やね。ホームレスたちの面倒を見て代わりにいろんな情報をもらってる。それがホームレスを仕切ってるってことか。多分傍から見たらホームレスの支援してるとか思われてんちゃう。大阪は日本で一番ホームレスが多いんやって。そういう土地柄生かしたビジネス考えな、うちみたいな中小はやってけんのよ。まあとにかくとある場所は明日のお楽しみや。今日はもうゆっくり休んだらええ。お前はどうすんだ。まだまだ酔いの口や。うちは仕事が山積みなんや。寝込み襲ったりせえへんから安心して。寝るときはそこのソファ使ってくれる？おっと、ゆっくり休めた上流。ああ、おかげさまでな。昼に起こそう思ったんやけどぐっすり寝込んどったから。悠長にしてる場合じゃねえんだ言うてカッコつけてたのにな。謝った方がいいのか。ええねん。その代わり今日はちょっと立て込んどってな。例のとある場所に行くんはしばらく待ってくれる？悠長にしてらんねえのは本当なんだ。場所さえ教えてくれりゃ俺一人で行く。あかんって。あそこはうちが一緒に行かな。そない簡単なとこちゃうんやで。おい。そしたらな上流、物は相談や。うちの仕事を手伝ってくれ。赤虎持たされてるくらいや腕っぷし自信あるやろ。仕事が早う片付いたらその分すぐとある場所行けるで。いい加減そのとある場所ってどうにかなんねえのか。なんなんだそこは。せやな。あそこは知る人ぞ知る VIP たちの秘密の遊び場や。通称キャッスル。キャッスル？普通に探したってまずたどり着けへんで。選ばれし者だけが出入りできる。例えば赤虎持たされた人とかがな。どうする上流、
うちの仕事を手伝ってくれる？はよキャッスル行きたいんやろ？足元見やがって。わかった。ならさっさと片付けてやる。よっしゃ、やっぱそうこうへんとな。ほんなら早速始めよう。うちはこの蒼天堀でホームレスの人たちを情報源にしてる。そのことは言うたやんな。そうだったな。そのメンバーたちから助けてくれ言われててな。最近ホームレスの人たちがちょっとずつ姿消してるって言うんや。どうも囲い屋がさらっとるらしいんよ。囲い屋？せや、ホームレスかき集めて彼らの生活保護費絞り取る連中。その手口はこんな感じ。まずそこらのホームレスに家賃ゼロ3食付きで住まわせたるっちゅうて、狭い部屋に何人も押し込める。そんで生活保護費申請させて、なけなしのとこからさらにピンハネするわけや。特に何も知らんホームレスなりたての人たちが狙われる。貧困ビジネスってやつか。いっぺん囲われた人は通帳やら取り上げられて、もう逃げられんようになる。ひたすらゴミ屋敷みたいなとこに寝かされるんや。ほんまの意味での飼い殺しやな。で、お前は俺に何をしろってんだ？もちろんその囲い屋どもをぶっ飛ばして被害者たちを助け出すんや。それが人の道やないの？おい、待てよ。そいつはどっかの組のしのぎかもしんねえぞ。蒼天堀のヤクザなら大抵近江連合の息がかかってる。もし相手が近江でもやんのか？当たり前やん。こんなん関西の極道がやっとるなんて恥やで恥。ケツ蹴っ飛ばして蒼天堀から追い出したる。随分と威勢がいいな。じゃあその囲い屋は何人くらいいる？仲間は俺たち2人だけか？囲い屋潰すんは上流1人でやるんやで。うちはその後の面倒見るんが仕事やないの。おい、なんだと？たく、やっとわかった。お前最初からそのつもりで俺を連れてきたな。まあまあ、義を見てせざるは言うなきなりって言うやろ。その辺できとる人やないとキャッスルには入られへんで。そうかよ。じゃあさっさと囲い屋の場所を教えてくれ。挨拶がてら殴り込んでくる。さすが赤虎の男。場所は大まかにしか分からへんのやけど、囲い屋らしき連中は蒼天堀の橋降りた川沿いあたりによう出るんや。なあ、やろうちゃん。屋根壁のあるぬくい家の中で寝起きできるんやで。犬猫やないんや。人間様がこんな寒空の下で寝とったらあかんて。あれ方今騙された思っていっぺんついてきや。そんな、わしは別にここでええし。あんたのために言うてんねんで。うちなら他のお仲間もいるし寂しない。せやけど、そないうまい話に飛びついてええことなかったさかい、わしは今こんなんなってるんや。やり直せるもんならやり直したいで、ほんま。くっそが。加減にせえよこら。何べん同じこと言うとんねん。さっさと来い言うとるんや。なんやこれおっさん。お前らが囲い屋か。ずいぶん大っぴらにスカウトしてんだな。せやったらなんやねん。あ？囲ってるホームレスたちはどこにいるんだ？彼らを解放してもらう。誰やお前。正義の味方気取りかいな。だったらどうする？わしらは近江連合のもんやで。
今ここで頭下げるんやったら金で済ませたるわ。さもなきゃ。お前らに下げる頭はね、さもなきゃの方で話を進めてくれていい。上等やないか、おっさん。ええやろ、ぶっ殺したな。ホームレスたちはどこに囲ってんだ。それは大海の極道も質が落ちたな。ホームレスのなけなしの金まで狙って、どんだけ腐ってやがんだ。余計なお世話や。囲った人たちをどこにやった。歯が全部揃ってるうちに話した方がいいぜ。四つ寺海岸小区町西にあるあそこの2階や。分かった。じゃあしばらく寝てろ。おおきにおかげで助かったわ。ああ、さっきのやつら近江連合言うてたで。あんた大丈夫なんか？この町に長居する気はないんだな。あんたはもし頼るあてがないんだったら、赤目ってやつを知ってるか？この辺でホームレスたちの面倒を見てる。いや、わしゃ最近ここ来たばっかなもんで。人に聞いて探せばすぐに見つかるはずだ。その気になったら頼るといい。赤目ですか？ああ、じゃあな。おい、何勝手に入ってきとんねん。ここは関係者以外立ち入り禁止や。寝ぼけとるんか、おっさん。ここにホームレスが押し込められてるって聞いてな。このフロアが全部そうなのか？あ？おい、おかしな客が来とんで、わけのわからんこと言うとるわ。どこのどなたか存じまへんが、どうぞお引き取りを。この部屋外から鍵かけてんだな。中にホームレスを閉じ込めるためか？なんや面倒なお客やな。人んち来て説教垂れんなや。ぶち殺されんで。おい、何しとんねん、我。長いこと換気もされてね。どれ、ずいぶん勝手な真似するやんけ。覚悟できとるんやろな。なんなんやあんた。ずいぶんかき集めたもんだ。こんなことしてただですまんぞ。わしらは組の人間や。近江連合やぞ、こら。そのこっぱだろ。よほど食い詰めたと見えるな。こんなしのぎに手出しやがって。近江連合だったらなんだ、上にでも泣きつくか。だがいくら弱小の組でもたった一人に潰されたとあっちゃ、もうここらは出歩けねえ。おまけに大海の看板に泥を塗ったんだ。騒ぎにしてバカ見んのはお前らだぜ。あんた何者や。おとなしく囲った人たちを解放しろ。
今日のことはここだけの話にしといてやる。こいつはお前らのために言ってんだぜ。素晴らしいで上流。エクセレントや。赤目、よくここが分かったな。上流ならそろそろ片付くと思ってな。外まで囲い屋さんらの悲鳴聞こえてたで。なんやこの穴。ああ、ホームレス食いもんにしてるくせにうちの顔も知らんのかいな。たく勉強不足もええとこや。やかましい。わしらホームレスに寝床と食いもん支援しとったんやで。それの何が悪いんや。はあ、悪いに決まっとるやろがい。都合のええこと抜かしよってこの三下。こないゴミ屋敷にぎょうさん詰め込んで何が支援や。勝手に外にも出れんようにして。せやったらお前が代わりに入ってみ。囲ってた皆さんの通帳、身分証、書類もろもろ全部出せや。せやないとまた上流の鉄拳を食らわすでなあ。ああ、そういうことだ。いやー、上流めっちゃ強いんやな。おかげさんで罪なき人たちをいっぱい救えたわ。本当に救えたんならいいがな。どういう意味？まさかボランティアでやったわけじゃねえだろ。今度は囲い屋に代わってお前があの人たちを食い物にする気か？嫌やな。うちはそんなんちゃう。まっとうな支援が受けられるようにちゃんと手貸しますって。どうだかな。あのな、ちょっとうちに誤解があるようやからしっかり言うとくで。うちがホームレスの人たちを食い物にすることだけは絶対にありえへん。あの人らには昔個人的な恩義があるもんでな。それをあだで返す人の道に外れるわ。そもそもうちが何でも屋とか情報屋とかやってんのもその恩返しが理由の一つ。うちを受け入れてくれたこの町やみんなのためお役に立ちたい一心や。もちろんそれでぼちぼち稼がせてもらってんのは否定せえへんで。あんたが昔ホームレスに受けた恩義ってのは何のことだ？それはまあもうちょいあんたとの距離が縮まったらいつか話すかもな。なるほど。信用がないのはお互い様か。今回助けたホームレスの皆さんには見返りとしてうちのお仲間になってもらう。でさらに充実した赤目さんの情報網は彼らをより安全に守ることだってできる。つまりそれってウィンウィンの関係ちゃう？今までもそうやって情報網を作ってきたわけか。せやけど今回は一気に大量やん。上流のおかげや。約束通りキャッスルにご案内するな。やっとだな。とその前になあ上流、あんたやっぱり大した腕っぷしやん。だから頼むわ。これからもうちの仕事を手伝ってくれへんな。お前の仕事を？うちは仕事を来るもの拒まずの何でもややね。けど業務によってはどうしたって向き不向きっちゅうんがあるやろ。上流のパンチ一発で済むのをうちがペシペシビンタ100発食らわしてゼーハーすんのも頭悪いやん。もちろん芝生相手はさっきみたいなクズに限るし、世のため人のためのお仕事や。俺は用事が済んだらすぐに蒼天堀を出ていく身だ。そうなん？だからその間だけでよけりゃ手伝ってもいい。おお、ほんまに？ええってそしたら早速なんやけど、キャッスル行くまでもうちょいお仕事頼んでもいい？おい、なんだと？分かってるって、急いでるんやんな。けどこっちの支度もあるし出発は夜になってからや。
それまで少し時間あるし、ちょっとだけうちとお金稼いどこな。はあ、夜までだな。いやー、しびれるわ。ほんまおおきに。赤目、そろそろキャッスルに案内してくれ。オッケー。いやー、待たせて悪かったな。上流が大阪に来たんはこのためやもんね。一応理解はしてくれてたんだな。当たり前やん。ただ行く前に一つ聞いときたいんやけど。なんだ。上流、高いとこ平気？あの船かなりでかいな。ただなんでキャッスルなんだ？よくぞ聞いてくれました。船に降りたらすぐわかんで。一番奥のやつ、キャッスルやろ。大阪城。そう、巨大コンテナ船に大阪城を持った大人のアミューズメントパーク。ここに出入りできるんは指折りの VIP だけなんやで。この船のオーナーは近江連合本家でな、海外の使い古しを二足三門で買い叩いたっちゅう一品ですわ。今は近江の鬼人会っちゅう組が仕切ってるんやって。鬼人会？昔から近江の汚れ仕事を専門にやってるって噂の極悪ヤクザ組織や。ここの売りは無制限の自由っちゅうとこかな。飲む使うは当たり前。遊びに来てる VIP の方々は何をやっても許される。ただしスマホの持ち込みは禁止や。うちらもさっき預けさせられたやろ。撮影録音が OK やったらお客さんは自由に遊ばれへんからな。法の目も届かねえってわけだ。そういうことやね。昔は会員制の高級クラブとかやったらそれだけで秘密は漏れんかった。けど今は国民全員スマホ持ちの総ジャーナリスト時代。そこで変態の心をつかむ近江の極道が新たなビジネスを立ち上げたわけやな。例えば特殊な性癖をお持ちの VIP 様はここで欲求を満たしていく。スピードが落ちてきたな。さあもっと鞭を入れて。いいの？じゃあ行くよ。もちろんだ。思いっきり乱れちゃっていいからな。分かってる。欲望をぶつけられるんは大抵ギャンブルで首が回らんようになった連中や。最後の一発逆転狙って結局それにも負けたお人たち。せやから景気の悪い時ほど補充に困らんみたいやわ。でさらにもっと派手なんが見たいお客さんにはあれや。闘技場か。ローマの昔から客を沸かすんは流血の殺し合いっちゅうわけ。せやけど夢もあるんやで。ボクシングの元世界チャンプやら伝説の格闘家に幻の殺し屋、妖霊、金メダリスト。そんな連中に VIP が大金を張り合うから選手の稼ぎもでかいんや。赤目、ここの仕切りは鬼人会って言ってたな。渡瀬組は何も噛んでねえのか？渡瀬組？持ち噛んどんで？
あそこの闘技場は毎晩イベンターを近江の組が持ち回りでやってるんや。でなんと今夜は奇遇にもその渡瀬組の番やね。なんだと？上流が持たされてた例の赤虎な。あれは闘技場出場のチケットなんや。力さえあったらなんぼでも稼げる夢のリングへの特急券。せやから裏社会に持っていくと結構な値がつくんやね。うちの役目はそれを持った人をキャッスルの闘技場へ案内すること。裏社会でも絶大の信頼がないとできん。こんなん任されてんの大阪ではうちだけや。お前なんでもっと早くそれを言わなかった？だって上流赤虎の意味知らんかったやろ。普通はみんな喜んでくるんやけどな。もし闘技場は嫌やってこねられたらうちの責任やねん。けどもうここまで来たら船出られへんし。やってくれたな。大丈夫やって。あんたかて腕を見込まれて赤虎渡されたんや。まあ最初は前座やけど上流やったらきっと選手になれる。そん時は渡瀬組の人からどえらいご褒美があるはずや。もしかしたらそのプレゼンターが鶴野さんかもな。なんで手間暇かけて仲間に引き込まなあかんのか。証明してもらわんことにはいい加減こっちもアホらしゅうなってから。なるほど、そういうことか。なあ上流、もしかしてうちのこと怒ってる？いや、むしろいろいろガーテンが言ったとこだ。鶴野は俺を試す気でいるらしい。だったら乗ってやるさ。そして必ず後悔させてやる。ようわからんけどうちに怒ってないんやったらオッケー。でどこに行けば闘技場に出られる？あの闘技場入るとこに受付がある。行ったらすぐわかるわ。ん？なんだよ、お前はここまでか。キャッスルはうちも選手同伴やないと来られへんから、ちょっとだけ見物しに行かせて。後で合流するな。ええやろ？分かった、好きにしろ。そないすねた声出さんでもええやん。ほなまたな上流。一人で受付済ますんやで。よう無事につけましたな、桐生さん。いや、上流でしたっけ？お前は獅子堂、そう呼ばれていたな。今日は顔隠さなくていいのか？ええ、ここでは近江連合の力が法です。心配ご無用ですわ。鶴野はどうした？花輪さんの面倒を見てます。最初は俺が世話しとったんですがね、ちいと可愛がってたら殺す気か言うて取り上げられてもうた。難しいもんですな。生き物飼うっちゅうのは。てめえ、仲間死なせたくないんやったら闘技場へ起こしよう。あそこへ来て出られたら花輪の居場所をお教えします。がっかりさせんでくださいよ。鶴野の頭も期待してますんで。花輪は返してもらう。その後お前らにもたっぷり礼をしてやる。あの人は鬼人会の会長、三代目西谷誉です。このキャッスルを仕切る近江連合の大幹部。若くして金とカリスマと大した殺しの腕をお持ちです。まさに関西極道の鏡や。俺にはどうでもいい話だ。いつまでもお前らのお遊びに。
付き合うつもりはね。そうですか。ほな俺はもう行きますわ。せいぜいお客さん盛り上げたってや。なんや上流、お友達でもおったんかいな。そう見えたんならお前の鈍さも大したもんだ。冗談やって。それより闘技場の受付済ませた？まだこれからだ。ほんま上流はうちがおらんとなんもできんな。ほなうちに任せとき。こっちや。毎度グラディエーターのお届けです。お待ちしてました、赤目様。出場の資格はお持ちで？おめでとうございます。大きなチャンスを手にされましたね。登録は何というお名前にしましょう？上流や。かしこまりました。よっしゃ、これでスタンバイ OK やな。せやけどリングに上がるときはグラサン外した方がええで。ああ、そうか。そいつはまずいな。なんで？顔を見られたくないっちゅうこと？ああ、覆面がいる。どっかで手に入れねえと。上流様、よろしいでしょうか？先ほど渡瀬組の獅子堂様からこちらをお渡しするようにと。なんやこれ、プレゼントかいな。そのように承っております。あの野郎、完全におちょくられてんな上流。他にいくらでもあんだろうに、なんでこれなんだ。まあ上流がこれかぶって戦うのもシュールでおもろいけど。そうか。他に準備がお済みでしたらいつでもお声掛けください。皆さん楽しんでいただけていますでしょうか。今宵はこれまで死者5名。さあまだまだ血が足りません。そこで本日のイベンター、渡瀬組プレゼンツ、歴史的な極道の構想3連戦で再現いたします。3連戦？何が始まる？知るか。俺たちは前座のカマス犬だ。説明なんざろくにされやしねえ。獅子堂よ、あの5人渡瀬組で集めてきたんだろう。いっぺんに死なせちゃっていいのか？今夜のキャッスルを盛り上げるためですわ。それに全員がやられるとも限りません。へえ、なんか面白いのでもいた？ええ、期待の新人が一人。20世紀の終わり、大阪近江連合の目をかすめ人々を苦しめていたのは国際犯罪シンジケートブルードラゴン。この夜町への無差別放火を企てていた。そこへ現れたのが若き日の渡瀬組長だ。くそ、こっちは丸腰だぞ。あのデカブツが渡瀬役ってことか。渡瀬組独立の創世、ブルードラゴン壊滅作戦。我らの渡瀬組長が甘っかな花を咲かせます。マジか、こんなんじゃ無理だろ。ハンデをやる必要はなさそうだ
来い。なんと渡瀬組長倒れる。歴史が変わってしまいました。よう獅子堂、あいつだろ、期待の新人。へい。せやけどまだまだこれからですわ。さあ、歴史的な極道の戦い。次なる構想は2005年カムロ町。東上界を手中に収めんとする凶悪な極道錦山明。有象無象の暴徒を煽り、いつしかカムロ町は暴力の渦に。暴徒たちの狙う男はただ一人。伝説の極道堂島の竜、桐生一馬。手加減はしねえ。死にてえやつだけかかってこい。人をおちょくってやがる。さあ皆さん、傘はお持ちでしょうか。血の雨が降ってまいります。ご注意を。堂島の竜桐生一馬、キャッスルに散る。なんとまたしても番狂わせ。今日の闘技場はまさに筋書きなしの殺し合い。ええぞ上流、もう一遍生き残ったらご褒美や。上流、あいつがそう呼んでくれ言いますんで。本名は言うてくれんのです。へえ。次はあいつを桐生役にして伝説の喧嘩を再現しますわ。2006年冬、ある事件が起きていました。近江連合史上最強と謳われた伝説の極道が突然姿を消したのです。彼の名は近江連合直参合流会2代目会長合田隆二。その夜、カムロ町で合田隆二と桐生一馬、東西の竜が激突したと言われています。勝敗の行方は闇に葬られましたが、実は消えた合田隆二は今もどこかで生きているのではないか。もしかすると今夜この場所に。さあ、リングが上がっていきます。先ほど桐生一馬を下した戦士上竜が新たに堂島の竜を演じます。ついに3戦目、もはや逃げ場はありません。食うか食われるか、伝説の極道頂上決戦が今皆さんの前でよみがえります。見た目だけはいい線いってたかな。あいつは虎の意を狩るなんてなね、死んでもやんねえ。粋な出し物だったじゃねえの、獅子堂。やるな。恐れ入ります会長。渡瀬組はよく見つけたよ。まだいるんだな、あの強さで。
無名の男ってのがさ。この闘技場があるおかげですわ。ここは金と力を呼び寄せる魔界屋を持とります。お前おべんちゃらうまくなったよな。育ち悪いくせに。ありがとうございます。ほな、俺はイベンターのお役目がありますんで。見事なショーでしたな、桐生さん。ほんましびれましたわ。こっちは約束を果たした。さっさと教えろ。花輪はどこにいる？まあそう慌てんとお祝いを言わせてください。ちょっとぐらいおしゃべりに付き合ってくれたってええやないですか。この景色どないです？きらびやか、ゴージャス。どん底におった俺には眩しすぎる光の街や。15の時、俺は親に捨てられて、こことは別の闘技場にぶち込まれてました。解消なしで借金まみれのおとんは何でも金にしよるもんで、今頃はどっかでのたるじんどるやろな。そのせいで俺は似たような年頃のガキどもと殴り合い殺し合いさせられる毎日。鬼人界の消耗品ですわ。生き残るには強うなるしかなかった。もっとも強うなったとこで気まぐれに殺されることもある。強さと幸運、どっちか一つでもなくしたら途端に死んでまう。他の誰かにいつ命を握りつぶされてもおかしない。こんなん笑って話せるようになったんはやっと最近の話です。ならお前にとって鬼人界は悪夢そのものじゃねえのか。その割に会長と随分来やすいように見えたぜ。今はそれなりに口聞ける立場になりました。鶴野の頭が俺を拾い上げてくれたおかげです。何十年と地べた張ってきた俺の力をあの人が見つけてくれた。まさに地獄に仏や。獅子道いう名前は杯の時渡瀬の親父につけてもらった名前です。クソまみれの過去全部捨てて生まれ変わるために。あんたは俺と違うでしょう、桐生さん。あんたの過去は堂島の竜や。喧嘩最強、仁義と男気にあふれた伝説の極道。まばゆいばかりの人生を歩まれてきた。せやったらこそこそ死んだふりなんぞせんで堂々と名乗り出たらええ。花輪さんのことも大道寺のことも全部忘れて好き放題やりましょう。桐生一馬よみがえらせて俺らともう一花咲かせましょうや。あんたかてほんまはそれを望んでるはずです。なあ、せやろが。そんなもんちっとも望んじゃいねえよ。ああ？もうお前のおしゃべりには十分付き合った。どうしても続きが話してんなら花輪を返してからにしろ。そもそも話す相手を間違えている。俺は桐生一馬じゃねえ。頑固なお人やな。それとも大道寺のしつけがよほど身に染み込んどるんか。どうやったらそこまで飼いならされるんです？さっさと花輪の居場所を教えろ。
これ以上時間を無駄にしたくねえ。さいですか。しゃあないな。約束は約束や。花輪さんは蒼天堀の一角に監禁されております。第三並木ビルっちゅうのを鶴野の頭がアジトにしてましてね。そこであんたを持ちかねや。組でもえりすぐりの兵隊たちと一緒にな。おとなしく花輪を返す気はねえってことか。親父も頭もあんたに力借りたい言うてるんや。せやけど頭、これを最後の交渉にするつもりです。あんたにはこんな風に言いつかっております。花輪さんを取り返したければ力ずくでどうぞ。お前は？あんたとやり合うときは試合明けのハンディ抜きやないと。後で言い訳にされてもつまらんしな。ならせいぜい首を洗って待ってろ。花輪を助けたらあいつがやられた分だけきっちり返しに行く。楽しみにしてます。あんたは俺の獲物や。頭にやられんでくださいよ。よー、待っとったで。ご褒美はどんなんやった？うちかてここまで世話したんや。ちょっとお裾分けしてもバチは当たらんのと違う？何も受け取ってねえ。それより蒼天堀に戻る。え？なんで？ほんまにご褒美なし？話はヘリの中でしてやる。とにかくすぐにここを出るんだ。わかった。なんやシリアスやな。そしたら準備させるから先にヘリポート行ってるわ。上流も準備できたらすぐ来や。こっちの要件は分かってるはずだ。花輪はどこにいる？最上階で頭と一緒におりますわ。けどあんたにはまずこいつらが失礼のないようしっかりおもてなししますんで。バットと鉄パイプでか。せっかくだが本気で俺をもてなしてんなら数が少なすぎる。おもろいの。大口叩きよる。わしらにしてみたら頭はあんたを買いかぶりすぎや思いますわ。桐生さん、口喧嘩で勝つつもりはねえ。せめてそれぐらいはお前らに譲ってやる。その前にわしらへの挑戦権手にしてもらおうか。こいつら倒せんようじゃ話にならんさかいの。おう、わしらに気使うことはない。お前らで始末つけてかまへんで。いつでもいいぜ。来い。花は早かったですね。もっとのんびりでも私は全然平気でしたのに。もう大丈夫だ。よく頑張った。やっぱ伝説の竜いうのは伊達やないな。獅子堂から聞いております。ついさっきあの闘技場を勝ち上がってもうここに。鶴野、随分花輪を可愛がってくれたな。あんたがもっと早う俺らにつく言うてくれてたらこんな痛い思いせんですぐあの世へ送ったりましたのに。俺はこれあんたのせいや思いますわ。桐生さん、ふざけるな。お前にはきっち
塵を落とし前つけてもらう。俺らにつく気はないんやな。ずっと大道寺に尻尾振って生きていくわけや。そっち行ったとこであんたはこの先何も手にできん。ほんまにそれでええんか。人の心配してる場合じゃねえだろ鶴野。お前の人生だってここでもう先がねえかもしんねえんだぞ。ほなしゃあないな。おーしゃくだやってるへいしゃあなた一人で助けに来てくれたんですか。言いにくい話なんだがよ他にあんたを助けようってやつはいなかったんだ。まったく礼を言わなくてはならないようですね。あなたは命の恩人です、上流。まだこれで終わりじゃねえ。なんであんたがこんな目に遭わなきゃならなかったのか、あいつから全部吐き出させてやろう。たっぷりお前をもてなしてくれた礼も兼ねてな。それはいいですね最高です。鶴野、聞きたいことは山ほどあるが、まずはっきりさせときて、お前らのバックにいるのは本当に渡瀬なのか。まだそこから疑われとったんですか。用心深いことで。俺は正真正銘渡瀬組の頭や。親父からはこう言われてました。今こそ桐生さんの力が必要やと。近江連合と、それから登場会のために。登場会のため？どういうことだ？あんたにとっても無関係な話ちゃいます。せやけど部外者のおるとこでは話せん。部外者？それはご挨拶ですね。ここまで痛めつけておいてまだ私を部外者と。やったのは全部獅子堂やったやろ。俺は止めんかっただけや。これだからヤクザは嫌いですよ。まあわかりました。何にせよ一旦場所を変えましょう。蒼天堀にもいくつか大道寺のアジトがあります。今度は私が聞く番ですが、覚悟してくださいよ、鶴野さん。誰かがあなたを痛めつけても私だって止めません。それでおあいこですもんね。桐生さん、これが正真正銘最後のチャンスや。大道寺の首は外すんやったらそいつの口を塞ぐんや。今ここで。そしたら後のケツは俺と親父で持ちます。この先一生そんな奴らの言いなりでっか。そんなんが堂島の竜と呼ばれた男の末路かいな。お前らは俺に何をやらせたいんだ？それは近江連合と東上会、この2つを解散さすんです。うちの親父と東上会の6代目堂島大吾、2人の共同宣言って。何？そんためにあんたの力が必要やと親父はそう言うてる。どういうことなんです？親父が来月出所を控えてるのはご存知で。そういえば
そのくらいのはずでしたね。無所を出たら近江の本部で大阪中の組員に迎えられます。そこであの人は警察に当てて近江連合の解散を宣言する。今潜伏中の東上会の幹部たちも来る手はずや。そんで両組織の同時解散を宣言する。渡瀬がそれを望んでるのか。大悟たちも。だがなんで。もう極道の実態は暴対法の包囲網でニッチもサッチもいかん。末端の組員が一人暴走しただけでトップがパクられる。使用者責任や言うてな。実際うちの親父も今それで無所におる。警察や政治家の人にらみで檻に放り込まれるんや。いずれ極道の大門は奴隷の証と変わらんようになるな。だからそうなる前に組の解散を。そうです。群れごと首輪はめられたら最後。それはもう二度と外せん。極道たちはみんな歯向かうことも逃げることもできずに先細って終わるだけや。東上会の六代目も同じ考えを同じ時期に持った。けど何万にも膨れ上がった組織を一斉に解散させるとなれば、おあれや、反対する奴らも山ほど出てくる。日本一でかい大門背負った極道たちがや、到底抑えきれるもんやない。ただ伝説の竜と呼ばれるような男がおったら少しは話変わるかもな。おあいにくですが、桐生一馬はもう亡くなっています。そうですね、上流。それともやはり私の口を塞いで鶴野さんに乗りますか。もしあなたがその気なら私には止めようがない。約束します、桐生さん。近江連合最後の仕事や。大東寺出し抜いてあんたをもう一遍死んだことにします。そしたらあんたは自分の人生を取り戻せる。悪い話やないでしょう。沖縄の子供たちともまた会えるように。うるせえ。もう黙れ。桐生さん。花輪を殺すなんざ問題外だ。お前の話に乗る気もねえ。それと二度と子供たちのことを口にすんな。あいつらは俺たちと何の関係もねえ。花輪、こいつで大道寺に無事を知らせろ。それでもうこの話はしまいだ。ええんでっか、ほんまに。いつか必ず後悔しますぜ、桐生さん。もう黙れと言ったはずだ。鶴野にはしばらく蒼天堀のうちのアジトで尋問を受けてもらいます。その話によって大道寺の渡瀬への対応も変わってくるでしょう。ああ、あなたは少し休んでから来てください。お疲れでしょう。アジトの場所はまた後で連絡します。珍しく優しいんだな。命を助けていただきましたのでね。ですが一応聞いておいてもいいですか。さっきの状況では鶴野と組んで私の口を塞ぐことはそう難しくなかった。私のような日陰者が姿を消してもまず表に出ないでしょう。すると渡瀬組の提案は決して悪い話ではなかったはずです。また沖縄の子供たちと会えるようになるなら、あなたは私を見殺しにするだけでよかった。なのに
なぜ助けてくれたんです？俺は大道寺に向かって自分から死んでやるって啖呵切ったんだ。もうこの先の人生に何かを望んでいい立場じゃねえ。そんな俺のために他の誰かを死なせらんねえだろ。さすが伝説の極道。一度決めた筋は必ず最後まで貫き通すというわけですね。そんなんじゃねえ。だが俺の周りにはそうやって自分を貫いて死んでいった人たちが大勢いる。いつかあの世でその人たちに会った時、恥ずかしくねえようにしときて。もう俺にできるのはそれくらいのもんだ。なるほど。今ので答えになってたか？ええ、十分です。お引き止めしてすみませんでした。改めてゆっくり休んでください。分かった。ただ今更ですが、くれぐれも人目を引かないように。ここは近江連合のお膝元です。あなたの顔を知る人間も多いでしょうから。お、上流待っとったで。あんたの体が空いとったらこっちは頼みたい仕事がいくらでもあるんや。俺はずっとさらわれていた仲間を助けたとこなんだが、まあ体は空いてる。さすがやな。そしたら早速やけど、実は今キャッスルの闘技場で上流コールが起きとる。ん？なんだそりゃ。あんた目の肥えたキャッスルの客に認められたんや。ニューヒーローとして歓迎されとるっちゅうこっちゃ。今度は前座のカマセイヌとちゃうで。あんたはスター選手としてあの闘技場に求められとる。対戦相手は世界でも指折りのガチ勢や。地下格闘技で言うたら世界最高峰と言ってええやろ。これ聞いてどないや上流。あんたも生粋の戦う魂を持つ男。またキャッスルのあのリングに戻らずにはいられんな。せやんな。まあ確かに嫌いじゃねえよ。だが俺が蒼天堀でやることは大体済んだしな。わざわざあんたにヘリ出してもらってまでキャッスルに行くのは悪い。そんなんあかん。何遠慮しとんねん。キャッスルのお客さんたちはみんなあんたが来んのを待ち望んでるんやで。こんなに人から求められることなんてそうそうないわ。うちもあんたの戦う姿がまた見たい。せやからええやろ。今からすぐまたキャッスルに行こう。今からすぐって急に何なんだ。それが実はうちな、闘技場の受付に上流はメインイベントにも出ますって契約してたんよ。なんだと？いやわざとやないねんけど、受付で登録した時の書類にちっちゃく書いてあったんや。せやから上流には少なくとももういっぺん戦ってもらわな、うちが違約金払わなあかんな。頼むわ上流、うちの顔立てるためと思って。そうか、しょうがねえ。分かったよ。じゃあまたそのうちにな。それもええんやけど、今まさに上流コールが来てて、今夜行ったら特別ボーナスが出るんやて。なら今すぐ行った方が断然お得やない？どうやらマジで言ってるみてえだな。花輪です。こちらはアジトに落ち着きました。小福町西にある女盛りというクラブの脇道を奥へ、金網に囲まれたドアがあります。あなたもそちらへおいで願えますか？鶴野はどうしてる？特に問題ありません。おとなしいものですよ。分かった。俺もそっちに向かう。
上流、こちらへ。ああ、大道寺は蒼天堀にもこんなアジトが。全国主だった町には大抵ありますね。ただ普段からこんなに人が詰めているわけじゃありません。我々にとっても緊急事態なんですよ。あなたの生存がどこまで近江連合に嗅ぎつけられているのか、そしてこの状況にどう対処すべきか検討中です。鶴野もここにいるんだな。ええ、あちらの取調室に。別に手荒く扱ってはいません。もちろんこの先もずっとそうかといえば保証しかねますが。あれから何か聞き出したか？いえ、あなたと一緒に聞き出した以上のことはまだ。よく無事に帰ってこられたな、花は。ご心配をおかけしました。しかしいつ大阪に？あなたを呼んだ覚えはありませんよ、吉村さん。主任からお前を補佐するよう言われてきたんだ。そう邪険にするな。あんたは保身が先走って仲間を見殺しにするやつだ。歓迎されるとでも思ったが。花は救出についてはご苦労だったな、上流。ただし組織の命令に逆らった事実は残っている。特に俺の記憶からは絶対に消えない。それで何か用があったのでは？主任がお前と話したいそうだ。こちらです、花尾さん。主任とつながっています。わかりました。上流も一緒にということです。お聞きの通りです。こちらへ。主任ってのは大道寺一派の幹部という認識でよろしかろうと思います。実は私もそれ以上よく知りません。影の指揮官ってわけか。緊張しろとは言いませんが、せめて茶化さないでください。私にも立場というものがあります。来たか、花輪君。それと彼が上流だな。ええ、私の命を救ってくれました。とはいえ花輪君がピンチになったのは、元をたどればその人が存在を嗅ぎつけられたせいでもある。いえ、近江連合の渡瀬が一枚上手だったんです。先日の金塊密輸は桐生一馬の生存をあぶり出すための茶番でした。我々全員が出し抜かれたんです。何にしても今の状況は大道寺と桐生さんの約束と違うものだ。彼は一切の情報を漏らさないように自分から死んでやると申し出たんだからな。自分の生存を隠し一生表に出ないという条件で我々と折り合った。約束は守ってもらわなければ意味がない。そうじゃないか、桐生さん。俺にどうしろってんだ。あんたの死亡を覆す情報は全て抹消する。手始めに今そこに身柄を押さえてある鶴のその弟分宍戸、そして花輪君をいたぶってくれた鶴野の手下どもだ。みんな渡瀬組の組員だろう。全部で何人になる？何？25名です。お前らまさか皆殺しにする気か？もう一人渡瀬勝も加える。殺す以外に口を塞ぐ方法があればな。相手がヤクザとはいえ、私も大道寺って組織の冷酷さんには怖くなる。しかしそいつに逆らったら次は自分の番だ。君も自分の身が可愛ければ誠意を見せないとな。桐生さん、お気持ちはわかりますが、ここは逆らわないでください。何？大きな組織です。
秩序を保つには常に掟が鉄の硬さを持つと示さねばなりません。あなたが約束を交わしたのはそういう相手です。もしそれを軽んじるような真似をすれば、ペナルティを受けるのはあなただけじゃない。あなたが人生を捨ててまで守ろうとした人たちもです。わかりますね。桐生さん、今度はあんたが取り調べよう。待て、俺はまだ言うてない情報がある。構わんよ。もうヤクザの情報などどうでもいい。分かってるな上流。これはお前が忠誠心を見せる場だ。彼の言う通りです。残念ながら。あんたにはめられてる首輪はそこまで重いっちゅうことですか。上流、お前ら下がれ。鶴野、お前は行け。この建物さえ出りゃ助かる。外には近江連合がうようよしてんだ。やっちまったな上流。何やってる鶴野、行け。この後はどうする気だったんです？あなた一人なら逃げるのもいいでしょう。でも沖縄の子供たちは。黙れ！あいつらに手出しはさせねえ。ならあなたは取り返しのつかないミスを犯しました。残念ですよ、本当に。すぐにその電話を切ってください。朝顔にかけているんでしょう。子供たちに逃げろとでも言う気ですか？もう手遅れです。私にこんなことをさせるなんて。恨みますよ、桐生さん。すでに大道寺のエージェントが位置についています。沖縄の朝顔の前に今子供と同じ数の人員が控えています。花は。もしもし、どちら様でしょうか？もしもし？もう切りますよ。アラートを出せば即座にこうした体制が取れる。大道寺一派は正しくあなたを警戒していました。リアルタイムの映像です。皆さん手を振ってください。分かった、花は。連中を朝顔の前から引かせてくれ。頼む。あなたが服従の意思を見せてくれればすぐにわかるでしょう。私もこんなことしたくないんです。桐生一馬が上流に戻りました。朝顔を離れて結構です。あとはこちらで。本当に残念です、こんなことになって。なんてバカな真似をしたんです。あなたは鶴野を撃つべきだったんだ。
何をやってんだ俺は。桐生一馬、これから処刑を執行する。じれったかったろうな。殺すならさっさと殺せってよ。立たせろ。花尾んとこに連れて行け。あれから何日経った。お前が鶴野を逃がしてからってことなら3日だ。奴が助けに来てくれるとでも思ったが、残念だったな。沖縄の子供たちは。お前がそれ知ってどうなると言いたいとこだが、武士の情けだ。何も手を出してない。あの子たちは相変わらずお前がとっくに死んだもんと思って過ごしてる。今日本当にお前が死んだとこでそれは変わんねえだろう。恩に切る。ふん。桐生さん、処刑の執行人はあんたか。なら最悪よりは少しマシだ。花輪はずっと優秀な管理者として大道寺に貢献してきた。だが今回は散々だったよ。目も当てられん事態だ。担当したエージェントを制御しきれず組織を危険にさらした。自分のまいた種は自分で刈り取ってもらう。ひざまずけ桐生。最後は潔くな。いつでもいいぞ花輪。今度はお前が忠誠心を示す番だ。桐生は命の恩人だろうが組織の指示に2度逆らってる。この処刑に依存はないな。信じられません。堂島の竜が何度も修羅場を生き抜いたあの桐生一馬が今私なんかに命を握られている。ああ。担当したエージェントを始末する。辛い仕事だよな。だから俺たちも同僚として協力は惜しまん。これで罪悪感が減るだろう。お前はやるしかなかったんだ。余計なこと考えるな。軽く引き金を引けば済む。それ以外の動きをすればお前も処分の対象だ。いいんだ花輪。俺はもう3年前に死んでいた。あんたを恨んだりはしねえ。そうやってあなたはいつも真っ先に自分から犠牲にして、そんなことでどうやって今日まで生き残れたんです？
花はもともと今私が生きてるのはこの人に救ってもらったからだ。それも今回だけじゃない。私は彼に二度助けられている。いいんだな。よせ。何やってる花は。銃を拾え。覚悟があるわけじゃありません。それでもやっぱりできないんです。私にあなたを殺すことはね。了解した。おい。見上げたもんだよ、花は。合格だ。二人とも。主任。わざわざご足労いただきまして。すまなかったな、桐生さん。それに花輪君、君らは今や肩書きや立場の枠を超える関係を築いてみせてくれた。それこそが大道寺を支える者たちの到達点だ。どういうことだ。友人でも他人でもなく、それでいて最もお互いを知る管理者とエージェント。桐生さん、あんたにとって花輪君はもうただの管理者じゃないだろう。逆にもしそうなっていなければ、桐生さんの命運もここまでのはずだった。花輪君の銃にはちゃんと弾を入れといたからな。ならそいつが本当か確かめる。花はあのじいさんに向けて撃ってみろよ。今はやめてください、そういう冗談。まだ体が震えてます。大道寺にしては随分甘い裁定だ。ただこれにはちょっとした訳がある。まあ鶴野さん。お前、近江連合本家の持つ不動産に渡瀬組が管轄するフロント企業の経営権、締めて500億の資産や、前もって親父から託されたもんです。それと引き換えに大道寺から桐生さんを生かすチャンスをもらいました。あんたを俺らの仲間に引き入れるため。500億ぶら下げりゃどんな堅物だって股が緩む。大道寺のお偉方もその点なかなか柔軟だしな。桐生さんにチャンスをやるとして、あとは花輪君の決断に丸投げしたというわけだ。すると賭けは我々の勝ちと出た。あんたはしばらく渡瀬組に手を貸してやってくれ。彼らに限定して桐生一馬の生存を一時的に開示する。何でもでかい仕事になるらしい。それでいいかな。一派は500億手にして仕事は全部俺にさせるわけか。不服なら全部ご破産にしたって構わんよ。その時は500億を返上するし、あんたにはやっぱり死んでもらうことになる。鶴野さんにもな。選択の余地がないことは分かってる。だが俺からも一つ条件を出させてくれ。桐生さん。もちろん聞く。言ってみろ。沖縄の子供たちへの監視を今すぐやめてくれ。あいつらの命が電話一本で奪われる。そんな状況を許すくらいなら
俺は死んだ方がマシだ。俺が死ねばあんたらだって人員割いて朝顔を見張る必要はなくなる。そうだな。仮にうちが子供の監視をやめたと言ったとする。しかしあんたにそれが事実か確かめる方法はないだろう。そのことは承知してるか？約束を守ることにかけてはあんたらを信用している。でなきゃ俺たちはとっくに決別していた。分かった。そんな風に言われると弱いな。あんたの条件を飲むよ。この私が保証人だ。交渉成立ちゅうことでええんやな。まあそういうことだ。まったく命が助かっただけで御の字なのに、あなたから条件を出すなんて。500億出してまで必要とされるとは。あなたがすごいのか、渡瀬がバカなのか。おいこら、後のやつ取り消せや。あんたよく一言余計とか言われへんか？別に言われませんが。バカ言え。みんな気使って言わねえだけだよ。まさかそんなわけ。あ、桐生さん、仕事言うても今すぐどうこう言う気はありません。まずはしっかり回復してもらわな。後日電話させてもらいます。赤目にも知らせときますんで。桐生さんもあいつんとこやったら少しは落ち着くやろ。ああ、そうだな。住職、もしかして私を迎えに来てくれたのか？ええ、無理を聞いてくださり感謝します、主任。あんたから直々に命乞いされちゃあな。桐生さんのことも花輪君のことも無下にはできん。それでも渡瀬組の500億がなきゃ危なかった。あれでやっとお偉方と交渉の余地ができた。すると桐生さんは天に愛されているようですね。今のセリフ本物の坊さんみたいだ。長い言葉あげてると板につくもんだな。それはどうも恐れ多いことです。お、上流しばらくどないしてたん？ようわからんけど鶴野さんからゆっくり休ませろ言うて。なんや傷だらけやないの。はあ、少し疲れてんな。そしたらシャワーあるで。ついでに体も洗ったろか？その場合は追加料金やけどな。そっちは間に合ってるがシャワーは助かる。せやろ。ついでに腹も減ってんだ。そしたらあれか。ご飯にする？お風呂にする？それともシャワーの後飯食って寝る。あとは構わないでくれ。ノリ悪いやんか上流。ついさっきまで生きるか死ぬかだったんだ。たく大げさやな。大げさで悪かったな。なるほど、いい店だ。ふふん、せやろ。よく来んのか？うん、静かに飲みたい時はここやね。お客さん少ないから。少し意外だな。飲むなら仲間と賑やかにやるタイプかと思ってた。もちろんそういうのも好きやけどな。今日はまったりやりたい気分ちゅうわけ。
そうだな。誰だってそういう日はある。そうやろ。そんな時にはこのお店が居心地ええんや。確かにここは気分が落ち着くな。上流付き合うてくれたけどええの？忙しかったんちゃう？それでも一杯飲むくらいの時間はある。じゃあ今んとこセーフってわけやね。ああ。ならちょうどええ。今日はこのまま上流の歓迎会にしよう。ようこそ赤目ネットワークへ。ちょっと今更じゃねえか。もう散々こき使われてる。こういうのは思い立ったが吉日や。それに今日は全部うちのおごりやって言うたらなら悪くねえ。せやろ。さあいっぱい飲もう。これからも馬車馬のように働いてもらわなあかんからな。人使いの荒いボスだ。だが実際大したもんだ。赤目ネットワークだったか。あれはあんた一人で立ち上げたもんなのか？そう、大変やったで。別にうちは裏社会の人間ってわけやないし、特別なコネがあったわけでもない。ホームレスの人たち一人一人と仲良くなっていくのを繰り返した結果やね。そうなのか。ネットワークが大きくなったらなったで、金の匂いを嗅ぎつけて半グレやらヤーさんやらがちょっかいかけてくるし、ほんま気の休まる暇がないわ。まあそういう連中が放っておくわけないだろうな。あんたがキャッスルの仲介役になってるのもその辺との折り合いの結果ってところか。さすがやね。その通り。持ちつ持たれつの関係に落ち着いたっちゅうわけや。なるほどな。だがそこまでしてあんたは何がしたいんだ？え？何か目的があるんじゃないのか？ネットワークを作ったことも規模を拡大していることも。まあそうなんやけど。ん？なあ、上流って子供の頃何になりたかった？なんだ急に。ええやん、減るもんやなし。聞かせてや。てっぺん取りたかったかな。スケールでっかいね。ええやん。でも何のてっぺん？そこはなんとなくだ。燃えたぎる野心だけがある感じ。ええね。まあガキだったって話だ。ええやん、どんな夢見たって風呂敷広げるんはただや。ああ、それもそうだ。何か悩み事でもあるのか？なんでそう思うん？でかい組織のトップってのは気苦労が絶えないだろうからな。それは確かに。でも大丈夫。ならいいんだ。ありがとうな上流。気ぃつこてくれて。確かにうちネットワークのこととか人様に言えん秘密がいっぱいの謎大きい女や。酒の勢いで言うたらあかんこと言うてしまえへんか気ぃつけながら飲まんとあかんから。上流は気兼ねなく飲めてええわ。木の鱗として便利に使ってくれ。王様の耳はロバの耳って。じゃあこれからもよろしくってことで改めて乾杯。ああ、乾杯。鶴野です。恐れ入りますが桐生さん、これからキャッスルへおいで願います。キャッスル？わざわざあそこでないとできねえ話か。ええ、大道寺の目を気にせんで済みます。もう連中の了解は取ったはずだ。それでも向こうさんに
こっちの動きを知らせる義理はありません。親父の仕事は大道寺と別物や。俺はもうキャッスルに来てます。大阪城を正面に見て左手のプールでお待ちしてますんで、よろしいでっか？そうか、分かった。ほな。ほい、到着や。おまっとさん。上流もキャッスルが気に入ったみたいやん。ほな、鶴野さんによろしくな。うちはヘリポートで待ってるさかい。桐生さん、ずいぶんムードのある場所だな。キャッスルに来るもんの目的はムードちゃいます。せやからここは穴場なんですわ。人がいないだけの場所なら蒼天堀にだってある。なんでこの場所を選んだ？理由はあの男に関係ある話なもんですから。ん？確か鬼人会の会長です。西谷誉っちゅうんが代々受け継がれる名前でして、あの人は三代目西谷誉。渡瀬の親父が近江連合を解散させる時一番の邪魔者になります。どういうことだ？少し長い話になりますが、準備よろしいでっか？ああ、続けてくれ。来月親父が出所する日、親父は無所を出たその足で近江連合の本部に行き、組員たちに出迎えられます。壇上に上がって挨拶をする手はずで、みんな出迎えご苦労程度の挨拶や思うてる。せやけどそこで親父が読み上げるんは警察に当てた近江連合解散届や。その時みんな何の前触れもなく組織が消滅すると聞かされるんです。東条会が消えてカムロ町を取り、日本統一も見えてきたっちゅうのに、突然組織も仕事も飯の種も何もかもなくすと言われるわけや。一体何が起きるやら。ああ、下手したらその場で暴発するやつも出てくる。渡瀬はなんでわざわざそんな真似を。そしたらメールの一斉送信で知らせますか？それとも警察に守ってもらいながら読み上げるか。荒くれの極道たちに言うことを聞かせるんやったら、こっちも器を見せなあかん。文句があるならその場で言えと迫り、反対するもんは力でねじ伏せる。せやなかったらいくら解散やわめいたとこで誰も聞かん。ほなこっちはこっちでやりますわって他の親分衆に言われてしまいや。目的は分裂やない。あくまでも解散なんです。一理あるな。せやから解散するその場には前もって味方になってくれるもんを増やし、手強い敵は事前に減らしとかな。確かにそうだろうが、そんな状況で誰が味方につく？堂島大吾、真島五郎、冴島大河、そして桐生一馬。案外駒は揃ってんだな。さらにここから先はトップシークレットなんですが、もう一人東条会を裏切った荒川真澄、今近江連合の頭代行。あいつは実は俺らの味方です。スパイとして東条会6代目の極秘司令で動いてるんです。なんだと？東条会も渡瀬の親父ももう極道組織が立ち行かん時代になったと考えています。警察や政治家の都合で極道のトップはいつでも首をすげ替えられる。そのために跡目をめぐって極道だけが血で血を洗い潰し合って先細る。要は権力者のおもちゃにされる未来しか見えん。ああ、そうなる前に組織を解散し、極道たちに別の選択肢を用意する。それがあのお二人の目的です。ただし
巨大化しすぎた近江をいっぺんに破裂さすリスクは可能な限り減らさな。その話にさっきの荒川がどう関わってくる？荒川は表向き都知事の浄化作戦で東上会を売り、カムロ町を近江に明け渡した裏切り者です。けどその本当の目的は近江の組員を東西に割ること。カムロ町に大勢の組が流れた結果、今蒼天堀に残ってる兵隊の数は全盛期の半分です。荒川真澄は惚れ惚れするぐらい完璧に役割を果たしたんですわ。待ってくれ。カムロ町の浄化作戦はいつの話だった？ 2年前です。そんなに前からお前らは解散の根回しを？ええ。そして最後にもう一つ片付けなあかんことが残ってる。ここに来たんはそのためです。鬼人会の会長三代目西谷誉を排除せなあかん。近江連合の中で今渡瀬の親父と晴れるただ一人の極道。金稼ぐしか能のない幹部衆へは面と向かってこき下ろすし、逆に武闘派で鳴らした親父のことは心底慕ってます。酒飲めばその生き様に憧れてきたと涙流して何遍も同じ話を。けどだからこそうちらが解散企んでいると知ったら可愛さ余って憎さ100倍。まず間違いなく潰しにかかってきます。そうなったら今まで親父に従ってた近江の門も大半が西谷につくでしょう。そこまでの男なのか？ええ。つまり解散を宣言しても西谷がおる限り近江はまた一つにまとまってまう。しかも鬼人会の得意技は暗殺。親父も俺も東上会の幹部たちも死ぬまで付け狙われる。結果解散計画は元の木阿弥や。だから事前に西谷を片付けろと？ええ。先に言っとくが俺は殺し屋じゃねえ。分かっております。解散を宣言するとき西谷を身動きできんようにするだけであの人さえ出てこなんだら残りの連中は烏合の衆にしておけます。要は西谷を半殺しにでもして潰しときてってわけか。渡瀬が出所してくるより前に。はい。相手は近江連合直参の組長。正面から言ってもええし、こっそり忍び込んで寝首かいても結構。ただし俺ら渡瀬組は表立って鬼人会と敵対するわけにはいきません。そうなると自由に動けるのは桐生さんお一人ということになります。大したもんだ。よくそんな話をずうずうしく頼めるな。うちが大道寺にくれてやった500億元は取らしてもらえませんと。一つこれだけははっきりわかる。この船で西谷を襲撃した場合脱出ルートはヘリしかねえ。やるなら奴が船を降りた時だ。ええ。せやけどあの人はここ1年ずっとこの船に寝泊まりしとる。よっぽど居心地がええんやろうな。このままやと多分次に西谷が船を出るんは親父の出所の日や。そない悠長に待ってられん。ならまずは西谷がここを出たくなるような何かを起こすさ。その何か言いますと？金を出したからって何でもすぐ俺に頼るな。作戦はこれからだがせっかく現地まで来てるんだ。下見はたっぷりできる。確かにおっしゃる通りで。失礼します、鶴野様。オーナーがお話ししたいと。あ？オーナーってのは西谷でございます。よう鶴野、今
ャッスル来たんなら声かけろよ、水くせえな。恐れ入ります会長。お忙しいと思っていたものですから。よう俺なんぞにお気づきで。俺は千里眼だからな。こっからスコープなしでもお前を狙撃できる。やってみっか。よろしければこれからご挨拶に伺っても。そう来なくっちゃ。隣にいる上流も連れてこいよ。上流と言いますと。おいおい鶴野、俺の目は節穴じゃねえ。一目見りゃわかる。そいつが上流だ。獅子堂のやつも紹介してくれなかったからな。挨拶させに来い。いや実は会長、上流は素性を明かさないという条件でキャッスルに来てもらってるんです。それも渡瀬組がケツを持つ約束で。せやからご挨拶は。へえ、人の気引くのがうまいな鶴野。そう言われたら余計に知りたくなるじゃねえかよ。会長、これはどういうことでっか。キャッスルの中にいる間は俺が神。お前は手出すなよ鶴野。そいつが本当に上流か確かめっから。せやけど会長。鶴野の頭、話はもう終わりです。オーナーのおっしゃる通りお控え願います。どうやら問答無用ってことらしい。この場はやるしかねえ。毎度のことだがな。来い。あかん、まずい状況ですわ。どうやら西谷会長もこっちに向かってるようです。あんたはヘリポートへ追いかけよう。赤目がおるはずです。すぐキャッスル出て体勢を立て直さな。お前はどうすんだ。会長と会ってあんたに逃げられたと話します。渡瀬の親父が出てくるまで俺は近江の人間や。表だってあの人には立てつけん。急にバタついてきやがったな。行く前に一発俺を殴ってってください。あんたを逃がしたと疑われるんです。早ないですか。一応手加減はしたんだぜ。追いついた。上流、なんでお前そんなに釣れねえんだよ。ここは札だって来ねえし、お前の素性がどんなんでも許してやるってな。グラサンも外せよ。会長、もう勘弁してもらえませんか。上流は俺らにも素性を明かさん言うとるんです。そりゃさっき聞いた。知らねえっつったろ。分かったよ。どうしても俺の面が見てってんなら鬼人会の会長さんにはタイマン張ってもらおうか。上流、俺自分より弱いやつの言うことは聞けねえんだ。いいね上流。そんな風に言われたらビンビンになっちまう。あ、いや、おっしゃー。お前ら手出すんじゃねえぞ。タイマン久しぶりでさ、
俺ももう偉くなっちゃって、最近は誰も本気で相手してくれねえんだ。おかげで体が欲求不満、うずいてうずいてしょうがねえ。これから俺とやるのは喧嘩なんだよな。当たり前だろ。ただお前が死ぬまで終わんねえぞ。そっちがその覚悟でいるなら結構だ。俺も遠慮なくやれる。うわっ、会長くー、なんてざまだよ。俺もとんな間抜けじゃねえかよ。どういう意味だ。上流だって。違う違う、お前の名前はそんなんじゃねえだろう。お前は死んだはずの男だ。そっか、やっぱあれか。バレたらまずいやつか。でも俺の目はごまかせねえよ。会長、一体何を。お前も知ってたんだよな、鶴野。こいつの正体。ただもんのわけねえと思ってた。こいつはあれだ、堂島の竜。お前も知ってたんだよな、鶴野。こいつの正体。ただもんのわけねえと思ってた。こいつはあれだ、堂島のもうええ。そこまでや、上流。それ以上やったらこの船出られんようになる。何ボサッと突っ立ってんだ。親分の面倒を見てやれ。ダハ、ふざけんなこれ。お前生きて帰れると思うとんのか。なんや、聞き捨てならんの。上流は渡瀬組の客人やで。それを俺の前で殺す言うんか。自分とこの親父やられて引っ込んでられまへんわ。ああ、そしたら自分西谷会長の言いつけに背くんか。ああ、さっき喧嘩の前に言われたやろが、お前ら全員手出すなってな。俺は間違いなく聞いたで。お前はどないや。そんなもん覚えとらんですわ。何威張っとるんやボケ。そんな鶏みたいな頭でよう俺に吠えたの。鶏？そしたら何か。お前は会長の言いつけにも渡瀬組頭にも逆ろうて上流殺す言うんやな。他のもんもそうか。そうやったら言うてみ。やっぱりお前だけやないかい。ちょ、待ってくださいよ。ええやろ。うちを敵に回すんやったら覚悟せえよ。いずれ手打ちにするとしてもそん時はお前の首が最低条件や。それでもまだ俺に吠えるんやったら大した度胸や。線香の一本でもあげて褒めたるわい。身の程わきまえろや。すまへん。すまんかったな。もう言ってええで上流。西谷会長には俺からよう言うとく。上流、おかえり。なんや大変そうやったな。みんなえらいこっちに睨んできとんで。ああ、目合わせない方がいい。すぐに出してくれ。西谷が目覚ましたら面倒なことになる。あんたどこ行っても楽しそうにやってるな。ほんま感心するわ。
もしもし。俺です。セラノです。今やっとこっちもキャッスル出てきたとこで。そうか。西谷はどうなった？目探した途端まるで盛りのついた猫や。発情式って下手したら俺もどうかされる思ったぐらいで、組のもんに上流探して連れてこい言うてます。すぐ追っ手がかかります。西谷自身は出てこねえのか。横着しやがって。今の鬼人会は他に島を持たん新しい形の組です。あの人を船から降ろすにはどうしたらええもんか。ならちょっと思いついたことがある。蒼天堀で会えるか。それとできるだけ金をかき集めて持ってきてくれ。現金で。できるだけと言いますと500億とは言わねえよ。お前が一人で持ち歩ける程度でいい。明日までにご用意します。どちらへお持ちすれば。そうだな。毘沙門橋でいい。説明はそこでする。わかりました。金ができ次第連絡します。ほな。上流、おはようさん。なあ、町出るんやったら気ぃつけや。鬼人会がめっちゃあんたのこと探してるで。えらい剣幕や。ああ、そうだろうな。あんたってあんま目立ったらあかんのと違うけ。好きでこうなったわけじゃねえ。だがまあ少しの間お騒がせする。は？どういうこと？任務上必要なことをするってことだ。やっぱりようわからん。鶴野です。桐生さん、金が用意できました。これから毘沙門橋までお持ちします。ああ、俺もすぐに向かう。お待ちしております。ご用意したのは3000万です。もうちょいカッコつけたかったんですが、キューバで集められるのはこんなもんや。これで足ります？十分だ。大変だったろう、恩に切る。何に使うつもりかご説明いただけるんですよね。西谷をおびき出すのに使うんだ。あいつは鬼人会の組員に俺を探させてるんだろう。なら俺の居所も動きも知らせてこっちに出てきたくなるようにする。たっぷり挑発してやるさ。挑発？鬼人会の追い込みでビビってるはずの男が蒼天堀の夜を豪遊してたら、奴はメンツ丸つぶれ。いつまでキャッスルにこもってられるか見ものだぜ。それじゃあこの金豪遊のためでっか？せやけどもう鬼人会は結構な数であんたを探してます。これ以上煽ったら西谷回してあんたをやりに来ますぜ。いいか鶴見、そんな声出してちゃ蒼天堀を楽しんでるようには見えねえぞ。もしかして俺も一緒に？俺だけじゃ一晩で3000万も使い切れねえ。一晩で全部？お前らは500億で俺の命を買ったじゃねえか。今さらはした金だろ。俺にくれてやるつもりで持ってきたんだろうし、派手にやっちまおう。なるべく西谷の目を引くようにな。どうりで事前にどう使うか教えてくれんかったわけや。そうと知ってたらこんな苦労して3000万もかき集めんかった。もう諦めろ。男ってのは
一度出したら引っ込められねえもんだ。手始めにこの町で一番いい女がいて酒のうまい店に行く。どの店だ？くっそ、わかりましたよ。それやったらキャバレーグランドや。ジャブジャブ使ってろやないですか。ああ、獅子堂のやつもそこに呼びます。構わんでしょ。もちろんだ。よし、じゃあ行くとするか。そうか、この店だったか。キャバレーグランド。ご存知で？ああ、前にも来たことがある。蒼天堀で一番の店ってのも納得だ。なるほど。頭、先にやらせてもらってますわ。いつもは呼び出してもこんな早う来んのにな。珍しいな。獅子堂上流俺までご商売に預からせてもらって好きなだけ飲んでええとか。ああ、今夜は楽しんだらいい。お前は苦労人だったんだろう。俺は上流ってもんだ。とりあえず今いる客全員に一杯おごらせてくれ。今夜はみんなにも楽しんでもらいたいんだな。金が足りなきゃもっと出す。ほんまでっか。なんとまあ。かしこまりました。では上流様、グランド一同真心込めておもてなしいたします。皆様、お楽しみのところ失礼いたします。ただいまより皆様へあちらの上流様より一杯振る舞わせていただきたいとのことです。よろしければ拍手をいただけますでしょうか。俺は上流だ。これからよろしくな、蒼天堀。いいよ、上流様。頭、桐生さんこれ人飯飲んで生きとった反応っちゅうことですかね。当たり前やろ。他に何がある？これで分かったな。今みたいな要領で名前を売っていく。すぐに鬼人会の連中が食いついてくるはずだ。西谷の耳にも入る。まあそれは確かにそうですわ。寄ってくる鬼人会ぶん殴ってりゃ西谷もしびれを切らす。いつまでも部下に任せてばかりじゃいらんねえあんたの狙いは完璧に理解しましたよ。ほな次行きましょう。蒼天堀を遊び尽くすんやねえ頭。おう、せやな。もうええ、やったるわい。次あれです、カラオケ行きましょうや。うちの組員も集めますわ。俺が声かけたら速攻来ますんで。見つけたで上流。派手に遊んでるそうやな。我ずいぶん舐めたまねしてくれるやないか。上流、あいつら鬼人会のもんですわ。ああ、やっと食いついてきたな。遅いくらいだ。鶴野の頭、上流は渡してもらいますよ。文句ないやんな。どやほ、何寝ぼけとんねん。そもそもお前ら誰や。上流はうちの客人や。
お前らなんぞ顔も知らんさん下に渡すかいな。それが渡せ組の答えっちゅうわけかい。西谷会長にはしっかり報告させてもらうで。西谷に言っておけ。文句があんなら直接俺んとこに来いとな。せやないと可愛い子分どもがどんどん痛めつけられるで。まず手始めにお前らからや。上等や。やれるもんならやってみ。ぶっ殺したら。ちくしょうか。鬼人会のやつらまだまだ来るだろうな。俺らが遊べば遊ぶほど寄ってくるはずだ。ええ、そいつら返り討ちにし続けとったら西谷会長はメンツ丸つぶれや。確かに辛抱たまらずキャッスルから出てくるかもしれん。じゃあ次だ。今夜は蒼天堀を遊びきるまでとことん付き合ってもらうぜ。分かってますわ。お前らもええな。へいへいへい。誰かこん中にゴルフの腕自慢はいるか。自分で言うもおこがましいんやけど、俺は地位とうるさいです。意外だな。ゴルフやるタイプには見えねえ。よう言われます。けど最高やないですか。世界で一番ボールをかっ飛ばす競技や。ほんなら一応勝負といきましょう。あんたが俺のスコア越せるかどうか受けてもらえまっか。勝負ごとには目がないもんでな。いいだろう、乗ってやる。ほな自分から先打ちまっせ。兄貴ナイスショット。こっちさすがですわ。こらすごい。やるやないですか。まさか俺のスコア超えてくるとは。悪いな。勝ち負けにこだわりすぎるのが俺の大人げねえところだ。ようわかります。全く同感や。そしたら勝者は称えられなあきまへんな。これ受け取ってもらいますぜ。勝ったもんには賞金を出すもんや。俺もキャッスルでイベンターやっておりますんで、気持ちよう受け取ってな。さて次はどうするか。一目飛行言うたらやっぱ女です。きれいどころ連れて練り歩きましょうや。なるほど、悪くねえ案だな。当てはあんのか。おう、お前ら店回って何人か連れてこい。全員ナンバーワンのキャストや。えい。急に呼び出してすまんな。お前らがおらんで寂しかったんや。獅子堂さん相変わらずやね。どないでっかジョーリー。この子たち蒼天堀のオールスターです。確かに悪くね上流さんってクールなん？クールなのは嫌いか。お金持ちのかっこいい男はやっぱりクールやないと。うちの客人によう言うた。ほれご褒美や。ほんま？どうもありがとう。お金のシャワーもっと浴びさせて。ええ調子ですわ上流。こういうんがお望みやったんとちゃいまっか。ああ、飲み込みが良くて助かる。金を使わなきゃなんねってのも一苦労だな。言うてくれたらまたいつでも手伝いますわ。どっちか言うと得意な仕事や。分かった、覚えておこう
おおきに。腹が減ってきたな。次はここで飯でもどうだ。お、ここに目をつけるとはお目が高い。うまいと評判の店ですわ。よっしゃ、お前らも好きなもん好きなだけ頼めや。ほんまでっか。こんな店でわしらもご一緒させてもらえんの？初めてごちになります、頭。ありがとうございます。鶴野、お前あんまり下のもんにおごったりしてねえみてえだな。いや、そうやったっけな。頭はよその組幹部との付き合いやらでお忙しくしておりますんで、あんまり下々と飯食う暇もないんですわ。なら今夜はおめえ返上と行こうじゃねえかな、鶴野。見ろよ鶴野、みんなうまそうに食ってるじゃねえか。おお、お前らそんながっつくんやない。ごちそうは逃げたりせんで。ったく恥かかせんなや。親父に見せられへんで、こんなとこ。せやけど頭、こんなうまいもんわしら初めてですわ。高いもんはやっぱうまいんやな。なんや、泣けてきますわ。アホ抜かせ。どうせお前らの舌で味の違いなんぞわからんやろ。いやでもほんまうまいっすよ。わかったわかった。そうか。ほなまた3000万作ってみんのもええかもな。頭、みんなで一緒に食う飯はまた格別ですわな。酒もうまいぜ鶴野。もう一度乾杯といくか。いや、もう何遍乾杯させるんすか。あんた見た目より相当酔ってるな。3000万使い切る気で飲んでるからな。ほらお前も飲むんだよ。これ断れまへんで頭。ええやないですか。乾杯しましょう。たくしゃあないの。お前ら準備はええか。えい。今夜は好きなだけ下品に贅沢せえ。空から金の降る夜や。乾杯乾杯。ふう、うまかったな。今夜はほんまにええ気分や。やっぱりたまには下のもんにもええ思いさせんと。こんな機会ができたもん上流のおかげですな。ごちそうさんでした上流。ほんまうまかったです。おおきに上流の兄貴。いや上流。おいこら、金集めてきたんは俺やぞ。頭下げる相手ちゃうやろ。まあまあ頭、恩は着るもんや。着せるもんちゃいますぜ。わかったわかった。言うてみただけや。ああ、なんや桐生さん、もう遊びきったような顔して。まだ金使い切ってませんよ。もっと無駄遣いしましょう。頭もこう言ってますんで、俺ももちろんついていきます。そうか。じゃあまあ他にも遊べる場所があればな。恵比寿屋、次はここでっか。ああ、買い物だ。町の店も潤して顔を売ってやろうじゃねえか。いらっしゃいませ。ここにはスーツもあるのか。なるべく質のいいもんがいい。質のいいスーツをお求めででしたらうちは大阪一でございます。さあいかがでございましょう。おお、悪くね。ただお値段が少々張ってしまいます。よろしければご予算を伺っても。金ならあるんだ。心配いらねえと思うぜ。俺は上流ってんだ。
この辺のスーツに合わせられるもんもあるか？はい、少々お待ちを。上流様、ただいまご用意します。このシャツなどいかがでしょうか。有名俳優も愛したハイブランド品となります。もらおう。他にはあるか？こちらのネクタイなどはいかがでしょう。こちらはカシミヤを使った品でして。いいだろう、気に入った。全部包んでくれ。あとは時計とメガネと、それに靴もだ。あんたの方で適当に見繕ってもらえるか？はい、かしこまりました。本当にどうもありがとうございます。鶴野、買い物ってのは楽しいもんだな。そりゃ人の金ですさかい、当たり前や。けどこうでもせんと金が使い切れん。せや、俺も新しいスーツ買うてくか。あんちゃん、なんかええのある？あります。もう何でも好きに持ってってください。なんだそりゃ。よし、次はこの店にするぞ。おお、ええですな。確かここカラオケありますぜ。これは派手に騒げますな。盛り上げ役もいっぱいおるし、歌い倒しましょう。お前らええな、気合い入れてけや。へい、もちろんですわ。やりますぜ。よっしゃ。文句はねえようだな。それじゃあ行くぞ。思いっきり歌ったな。全員悪くなかったぜ。盛り上がりましたな。体めっちゃ熱くなったわ。俺もです。それにしても上流、あんたなかなかええのとしておりますな。今度うちの親父とデュエットなんてどないです？俺ら命がけで盛り上げますぜ。そうだな。そいつはいつか機会があれば考える。次はこの店だ。お、プールバーでっか。どないです、上流。ここで俺と一勝負。ビリヤードでか？いいだろ。おお、自信満々、中華王や。昔ハマった時期もある。だが挑まれたからには手加減できねえぞ。お二人で勝負でっか？おもろそうですな。ビリヤードは頭も相当やりますぜ。なるほど、そう来なくっちゃな。なら楽しませてもらうさ。乾杯や。さすが言うだけのことあるで。お前もなかなかだったぜ、鶴野。おかげでいい勝負ができた。敗者にかける言葉も気持ちええわ。そしたら勝者は称えられなあかんな。これどうぞ。おい、俺に金渡してどうすんだよ。こんなんじゃ3000万使い切れねえぞ。俺が用意した金や。どう使おうが勝手でしょ。頭、相当悔しかったんやな。まあそういうことなら受け取っておくか。もしもし。鶴野です。どうやら西谷がキャッスルを出たらしいですわ。有名な作戦が当たったのかもしれません。桐生さんに怒り浸透っちゅうことやろ。よし、西谷が船を降りたとして奴はどこに向かう？桐生さんを追ってくんなら蒼天堀でしょうが、まだ正確な場所までは。そうか。会長がどこにおるかは俺の方でも探り入れてみます。せやけどキャッスル出たんやったらどうとでもなりますわ。あの人には悪いですが、しばらく動けん体になってもらわな。ほなまた。なあ上流、ちょっと今あんたのことで情報入ってきたで。
鬼人会がキャバレーグランドに怒鳴り込んでるんやって。上流出さんかー言うて。まずいな。グランドに迷惑かけちまったみてえだ。な、うちのネットワーク役に立つやろ。ああ。鬼人会は何人くらいいる？20とか30言うてた。結構な数だな。ほっとくわけにもいかねえ。わかった。ありがとうな、茜。よう、今日はこの店貸し切りか？お、踊れ上流。お前ら鬼人会だな。そうか、こっちの探す手間を省いてくれたんか。上出来やないかい。オーナーはしろでお前の生きる手間食べたれ。立たなくていいぞ。まだ痛い目に遭いてんなら止めねえかな。クソが。西谷はどこにいる？キャッスルから降りたんだろ。鬼人会は闇に潜ったとこからが真骨頂や。敵に回したが最後、いつどこから刺されても不思議はない。もう枕高くしては眠れんな。お前も親分の居所を聞かされてねってことか。ここにいる他の連中も。おうよ、わしらは知らんで。知ってたとこで絶対口割らんがね。要は親分に信用されてねえんだろ。威張っていうことか。ほなお前らみんなただの三下っちゅうわけかい。このバカがチンピラが人の店めちゃくちゃにしよって、この始末どないしてくれるんや。あんた上流様、おかげで助かりましたわ。こいつら急に店入ってきて私ら監禁したんです。女の子たちもみんな怖がってもうて。いや、こんなことになったのは俺のせいだ。すまなかった。全部弁償する。そんな弁償やったらこいつらにさせますさかい。どう見たって悪いのはこいつらやん。それはどうでしょうね。花はこちらのお店に被害が出たのは想定外だったんでしょうが、責任の一端は上流にあります。ですのでご心配なく。弁償は私の方からさせていただきますよ。被害額のお見積もりだけいただけますか？どこのどなたか存じませんが、ありがたく頂戴します。私は花輪と申します。以後お見知りおきを。花輪様、どうもおおきに。あなたも本当に立場をわきまえてるのか。随分目立つご活躍で。500億の仕事だからな。手抜いたらあんたらの顔も潰れんだろ。西谷をキャッスルから下ろしたまでは良かったが、そこで早くも行き詰まってしまったということでしたね。まあな。逆に西谷はいつどこからあなたを襲ってくるかもわからない。彼が本来の力を発揮すればターゲットは気づく前に殺されてしまう。それが殺し屋の怖さです。事態は進んだように見えて、実はかなり危険な状況になったのでは。わざわざそんな嫌味を言いに来たのか。敵は近江連合でも抜きん出た力を持つ組織です。鬼人会の名前なら私だって以前から知っていました。渡瀬が彼らを警戒するのも道理です。あなた一人で敵に回すのは自殺行為ですよ。西谷の居所さえ分かればそうでもない。でしたら考えることです。敵の気持ちになって次にどんな手を打ってくるか、もしくは
どんな手を打たれたら相手が一番嫌がるのか、そこをついていけば相手を思い通りに動かせるはずです。例えば闇に隠れている敵を引きずり出すこと。相手が一番嫌がることか。なるほどな。極道にこんなアドバイス、釈迦に説法でしたね。グランドの弁償と後始末はお任せください。あなたには500億の仕事に専念していただかないと。鶴野です。桐生さん。ゆうべ西谷は煽っちゃみたがまだ足りなかったと見える。もっとあいつが嫌がることをしよと言いますと。う。あいつが一番大事にしてるものを奪ってやるんだ。キャッスルをな。はい。私組の兵隊を集められるだけ集めてキャッスルに向かわせてくれ。俺もこれから向かう。会長の西谷が船を降りたんだろ。ならキャッスルの警備は今手薄になってるはずだ。それはキャッスルを乗っ取るちゅうことでっか。ああ、力ずくでな。いや、待ってください。そんなにしたら渡瀬組と鬼人会でドンパチや。それを避けるために会長言わしたるんが俺らの計画やないですか。分かってる。お前らバレねえように目出し帽でもかぶりゃいい。大道寺を不当で襲ってきた時もうまくいったろ。そりゃそうやけど、今回は近江の身内が相手なんです。大胆すぎません？鶴野、お前は俺がキャッスルに着くまでに腹を決めとけ。悠長にやる気はねえんだ。俺は一人でも行くつもりだからな。わかりましたよ。俺も渡瀬組の頭や。今腹を決めました。すぐキャッスル行きます。いい返事が聞けてよかった。じゃあまた後でな。鶴野、はい。思ったより頭数が揃わなかったんだな。追っつけすぐに来ます。せやったら少し待ちましょうか。いや、敵も大した数じゃねえ。ここにいるメンバーだけで十分だ。俺としては結構おるなという印象ですが。ジョーリー、我よう来たやないか。お仲間連れて強気になったんか。キャッスルの総力を上げてもてなしとるわい。ええ感じの煽りやな。やっぱ勝ち込みはこうでないと。ああ、向こうも張り切ってるようだ。行くぞ。桐生さん、船の制御も奪いました。もうキャッスルは完全に俺らのもんです。いつでも好きなとこに動かせますわ。せやけどええんですかね。下手したらこの船かなりヤバいことになります。それが狙いだ。西谷に今の状況を教えてやんなきゃなんねえ。いつまでも隠れてちゃキャッスルをなくすってな。ほな早速船長に出せ言うてきますわ。
続いてニュースです。大阪湾へ船籍不明の巨大コンテナ船が侵入。海上保安庁の呼びかけには一切応じず、1時間ほどして再び沖に向かって姿を消したとのことです。コンテナ船は世界最大級の大きさとみられ、船橋部分にはなんとお城のような建造物が確認されています。他にもライトアップされた建物が並んでいるように見えます。海上保安庁は船籍不明のコンテナ船が日本近海の航路の安全を脅かす可能性があるとして、引き続き調査を進める方針とのことです。花輪です。ご依頼のキャッスルの動画、先ほど報道に流しました。ああ、さすがに仕事が早いな。助かった。今頃鬼人会の会長へも報告されているでしょう。なかなかいい手です。これで西谷は動かずにいられません。放っておけば彼はキャッスルを世間にさらされて全てを失う。今回の報道がその警告であることも理解するはずです。さて、では彼は次に何をしてくるでしょう。俺に連絡を取ろうとしてくるはずだ。そして西谷にとって俺と確実に連絡が取れると分かっているのは鶴野だろうな。やはり極道というのは人に嫌がらせをするプロですね。また何かあれば言ってください。それでは。鶴野です。これは西谷会長。俺もさっきニュースで知りました。まさかあのキャッスルが乗っ取られるなんてほんまに信じられませんわ。あ？上流？奴がキャッスルの乗っ取り犯？いや、そんな。この間は確かに蒼天堀で遊んでましたがね。一応客人としてもてなしとっただけで。せやけどもちろん奴には俺の方から連絡つけます。はい。ほなそちらの番号に連絡させますんで。わかりました。失礼します。お聞きの通りで西谷会長が連絡してくれ言うております。お前はグルだって疑われてねえのか？疑われないわけあります？だとしても西谷はなんで身内の渡瀬組がこんな動きをするんか見当もつかん。せやから白黒はっきりせんうちは下手なこと言えんちゅうわけや。ならこっからは短期決戦でいかねえとな。俺らがグルと掴まれる前に西谷を潰す。しくじりや渡瀬組と鬼人会は正面からドンパシだ。東上会との合同解散は計画倒れになっちまう。確かにそん通りや。遅かったじゃねえか、桐生さん。俺の名前は上流だ。時間がかかったのはお前に送る写真を撮ってたもんでな。写真？今送ってやる。いい船だ。札に没収されるのはもったいねえ。これは何の真似だ？てめえ何が目的だ？先にふっかけてきたのはそっちだ。お前が俺に絡んでこなきゃこうはならなかったんじゃねえのか？とぼけやがって。なら死んだはずの桐生一馬がなんで近江の船に乗り込んできた？ただ遊びに来たって？そんなもん誰が信じる？鶴野も獅子堂もグルだろ。あ？
お前なんとか言え！電話に叫んだとこで誰も怖がっちゃくんねえぞ、会長さん。なるほど、上等だよ。ならこっちに顔出してもらおっか。やっと誘ってくれたな。その言葉待ってたぜ。蒼天堀にゴルフセンターがあるな。明日あそこに来い。うちの若頭を迎えに行かせる。お前は来ねえのか？心配すんな。おとなしく案内係についてったら会ってやる。あんたはもう俺のこの手でやらなきゃ気が済まねえよ。楽しみにしてるからな、桐生さん。お前らが鬼人会の出迎えか。若頭が来るって聞いたんだがな。頭っちゅうんはわしのことや。ただ会うてすぐやけどお別れ言うことになるな。それが西谷の命令か。てっきり本人がやる気なんだと思ってた。親父がその気でもわしらが見過ごせんのや。あのお人は近江連合の大幹部やで。あんた相手にすんのは危険すぎる。せやろが桐生一馬。その男ならもう死んだ。ほな何度でも殺したるわい。何者じゃ。お前よくここが分かったな。俺らもずっと大阪中網張ってましたんで。ここにいる鬼人会みんな湾岸近くのある場所から来とります。多分西谷会長もそこにいるかと。おい待てよ。それが分かってんならここはもう車でずらかりゃいい。ええやないですか。準備運動にはうってつけの雑魚どもや。踊れ、誰が雑魚や。案外ええバディとちゃいます、俺とあんた。それよりいいのか、こんな大っぴらに鬼人会とやり合って立場上まずいって話だったろ。せやから顔隠してるやないですか。それに西谷会長さえ潰したらその後はもう誰もうちに文句言えん。短期決戦で言ったらええんですわ。俺とあんたで。鶴野は何て言ってる？西谷の居所掴んだのも俺をここへ起こしたのもみんな頭の指示ですわ。今日こそ西谷と蹴りつけたる言うて。また奴の居所が変わる前にな。そうか。ほな二人で西谷に手こましておりましょう。俺の方はいつでも行けますんで乗ってください。そういえばご存知でしたか、桐生さん。西谷会長は人言派の出です。人言派？昔東上界に何度も潰されてきた韓国マフィア。その生き残りの荒野。メンバーとはチリジリになって西谷会長も自分の出自を隠し日本人として生きてきた。で持ち前の力と凶暴さでのし上がってから組にカミングアウトしたんです。まあ近江の中でそのことどうこう言うもんは誰もおらんし、鬼人会の会長に
面と向かって言えるわけもない。日本最大の極道は何人だろうがいっちゃん強いもんが上に立つんや。なんでそんな話を俺に？あんたも人言派を叩き潰してきた一人やないですか。多分西谷会長はあんたが堂島の竜と知ったんでえらいハッスルしとるんです。桐生一馬の因縁はいっぺん死んだぐらいじゃ消えそうもない。他にもボロボロ出てくるんとちゃいます？そん時は何度だって死んでやるさ。それは沖縄の子供たちを守るためちゅうことで。あいつらの話はお前らに関係ねえ。ほっといてもらおう。とんだ失礼を。どうやら仲のいいバディとはいかんようで。あの倉庫の奥にあんのが鬼人会のアジトです。元は近江連合のフロントが管理してた建物で。お前は初めての場所じゃねえのか。作戦があんなら先に言っといてくれ。お互い小細工は好かんでしょう。西谷会長の部屋はあそこの最上階です。作戦は正面から教える。邪魔する奴はぶちのめす。会長は半殺しにする。他は流れで頼ますよ。悪くねえ作戦だ。だがいいのか？確かに西谷はお前にとって関西極道の鏡だったんだろう。憧れたもんの上を行くんが大人っちゅうもんです。いつまでもガキのまんまじゃあかんやろ。これから読んのが勝ち込みじゃなきゃいいセリフだった。やっと来たかよ桐生。こんだけ人からコケにされたのはいつぶりだ？次は最初から殺す気でやってやる。せいぜい楽しませてくれや鬼人会。せやな上流。ああ、行くぞ。シド、火だ。火つけとるのは渡瀬組の仲間です。頭のご指示で。鶴野のあいつもここに来てんのか？話は後や。今は火が回りきる前にやることやらな。よく来たなお二人さん。そっちの犯人それでごまかせてるつもりかよ宍戸。さすが英明してますな。どういうつもりだ？俺ら近江の内輪で潰し合ってお前らに何のメリットがある？メリットの話で言うたらキャッスルはありがたくいただきました。鶴野の頭もお喜びでしたわ。そんなのが目的じゃねえだろ。金なら渡瀬組も十分稼いでる。今さら鬼人会敵に回してまで欲しがるか？しかも桐生一馬が生きてたことともつながんねえ。なあ桐生、あんたももういいだろ。顔見せてくれよ。やっぱりだ、堂島の竜。なんだよ、あんたが全盛期の時にぶち殺したかったな。
獅子だ、俺一人で行く。お前は手出すな。ええ、お手並み拝見と行きますわ。お前桐生とはどういう関係なんだ獅子殿。鶴野も一枚噛んでたよな。まさか渡瀬の頭も承知か。どうでもいいだろう、そんなことは。あ？これからあんたを叩き潰す。別に恨みがあるわけじゃない。こいつは仕事だ。だがこの間の喧嘩じゃお互い消化不良だったよな。あんたは俺に負けた気がしてねえようだし、今度は勝てるとさえ思ってる。要はすっきり蹴りがついてねえ。そうだな、確かにくだらねえ話はどうでもいい。今俺が聞きてえのはお前らの悲鳴だ。いい声で泣けよ。桐生さん、こっから外に出れます。分かった、手貸せ。西谷を連れ出す。そいつはあんたの正体に気づいとるんやで。人言派としての恨みもある。置いてったらいいんや。うるせえ、早くしろ。クソが。そっから非常階段で降りれます。ドア開けて。西谷は俺が。よっしゃ、これで。お前何を。なんで西谷生かしとくんです。殺した方が楽に決まっとる。だが鶴野は。じゃかしもう済んだことや。それに鶴野の頭も全部承知してます。なんだと。鶴野、てめえ最初から西谷を殺す気だったな。なんでだ。そこまでやる必要はなかったはずだ。殺す必要はあったんです。そして生かす価値のない男やった。あの西谷っちゅうんは。何？昔俺の舎弟で組から逃げた若いのがおりましてな。賊上がりでまだ20歳くらいのやんちゃ坊主でした。組を無断で抜けるんは確かに重罪や。簡単に許してたら他に示しがつかんけど、相手はガキや。じっと探すふりだけして俺は見逃すつもりやった。何があった。俺が放免したそのガキを西谷はけじめつけなあかん言うてわざわざ見つけ出した。よその組のことやっちゅうのにどっから聞きつけたんか。多分うちの親父にええ格好したかったんやろ。俺が見逃すつもりなんもみんなお見通しやった。で知らせを聞いて俺が駆けつけた時にはもう生爪剥がしたり鼻を削いだり刺した腹の傷いちいちひであぶって西谷お気に入りのフルコースが終わりかけのとこやった。もう助かりようもない。そのガキは山に生き埋めにされようとしてた。せやから俺は
ガキの頭に銃でとどめ刺したった。もう苦しまんで済むように。俺もあの会長にはよういたぶられました。鬼人会の闘技場では試合に勝てんやつ、体弱ったやつはすぐに間引かれる。その時会長はさっき頭の言うてたフルコースでもてなしてた。生き残るためやったら何でもやるしかありませんでした。せやから俺はつい今さっきのことやのにもう後悔してます。あんな簡単に殺すんやなかった。もっと長いこと時間かけて地獄に送るべきやった。俺は極道を解散させるっちゅう親父の話を聞いてすぐに賛成しました。けどその訳はあの人らみたいに小難しい理屈やない。極道が滅びなあかん理由は他にはあるんとちゃいまっか。西谷みたいな外道をのさばらせるくらいならとっとと消えた方がええ。騙し討ちで人に殺しの片棒を担がせた後じゃなきゃもっと説得力があったのかもな。俺らも消えた方がええ人間です。自分だけ格好してみよう思うても所詮同じ穴の無地なや。よっしゃみんなご苦労やった。鬼人会の頭は潰した。俺らの仕事はここまでや。あとは親父の出所を待つ。ええな。上流、先ほど鶴野さんから連絡がありました。三代目西谷誉は死亡、鬼人会の拠点も焼けたと。鶴野は初めから西谷を殺す気でいた。ええ、近江連合の解散を前に西谷の排除は避けられません。その最も確実な方法は彼を殺すことです。それを望まないのはあなただけでした。そうだったんだろうな。近江連合と東上会を同時に解散させるとなれば血が流れずには済みません。西谷の死はきっとそれを最小限に抑えたはずです。より大きな犠牲を出さないためには誰かに泣いてもらわなきゃならない。天下国家を語る連中はいつもそう言ってことを進めるかもしれませんね。鬼人会は殺し屋の元締めのような組です。西谷の手もだいぶ血で汚れていました。彼の犠牲が役立つなら私もそのように進めます。渡瀬や大吾も同じだと思うか。少なくとも理解はするでしょう。彼らは組織で満単位を束ねる立場。おそらく日常的に残酷な損得感情を強いられてきた。例えば今回の件を知って鶴野にペナルティを与えるか。答えはノーです。仕事が一段落したんで報告に寄っただけなんだ。鶴野に聞いていたんならそれでいい。とにかく近江の解散を前に
その最大の障壁はなくなりました。あとは渡瀬の出所を待って極道の解散を見届けるのみです。あなたも一旦蒼天堀を引き払ってはどうでしょう。また渡瀬が出所する前日にでも戻ってくればいい。寺にこもってろってことか。今すぐにとは言いません。やるべきことが済んだらで結構です。今夜はお疲れでしょう。赤目さんのところでゆっくり休んでください。一度寺に戻りましょう。よろしいですか？ああ、もうやることは全部済んでる。さすがですね。では大阪ともしばしのお別れです。渡瀬の出所を待ちましょう。酒が効いとった量とちゃう？からあるだけ持ってこいや。色つけてほろたるわ。おお、鶴の葉、久しぶりやの。あんたも忙しそうやないか。まあな、明日になったらやっと肩の荷下ろせるわ。そうか、頭が戻ったらいよいよ会長も後目譲るやろ。明日の出所祝いはその景気づけや。渡瀬組が忙しになるんはむしろそっからちゃうか。確かにせやな。けど頭の襲名を一番喜ぶはずやったんは西谷会長や。それが今時勝ち込みでやられた上に上流とかいう犯人も見つからん。ほんま何があってんや。うちでも調べとります。俺も世話になった会長殺されて腹渡に繰り返っとる。世話になった？お前がかいな。なんでっか？なんやおかしなこと言いましたか俺。まあある意味可愛がられとったもんなお前。西谷会長にじっくりなぶられながらごつなったんやろ。身も心も奴隷にされとったんやな。あの人は関西極道の鏡です。可愛がられて光栄でしたわ。西谷会長のことは親父も胸痛めとるはずや。明日は明るい出迎えたってくれ。言われんでも分かっとるわい。ほなな。同じ近江の門に嘘つくっちゅうんは胸が痛めますね。そんな余裕あるかい。こっちも命がけや。あいつなんか解散宣言聞かされて真っ先にブチ切れよるやつやで。ほんま
明日は誰が何しおるかまるで見えん。久々にヒリヒリしますわ。桐生さんはどないしてる？まだ大道寺一派のとこです。これから大阪来るはずで。明日いよいよですね、桐生さん。座禅中なんだがな。ええ、ではお構いなく。いいさ。いつでもどこでもできんのが座禅のいいとこだ。大道寺にとって極道の解散は言ってみればどうでもいいことでした。しかし今になって風向きが変わってきたようです。ん？あなたはご存知かどうか、青木亮という都知事が荻窪先生を追い落とし、後釜として民自党の幹事長になりました。彼こそが表の政治と裏の謀略で近江や東上界に首輪をはめる権力者です。若くして図抜けた力を握ろうとしています。それは大道寺一派にとっても目障りこの上ない。でも明日突然近江連合が解散すれば青木には深刻なダメージでしょう。つまりあなたのしている仕事は一派にとっても有益ということです。加えて渡瀬組から受け取った500億の資産ただ飯食いと言われたあなたが誰よりも大道寺に貢献している。そうやって金で手のひら返してると安く見られるぞ。命を救われた恩もある。まあそれは私の個人的な話ですが。どうした？今日は嫌にしようらしいな。部下との密なコミュニケーションは組織運営の基本です。勉強になるよ。まあそんなわけで今の仕事が済んだら少しのんびりしてくるといいでしょう。私から上の者にあなたへの褒美をねだっておきます。褒美？ここにこもりっぱなしでは息も詰まります。休暇で一人旅なんてどうです？いい気分転換になりますよ。沖縄やカムロ町はさすがに避けていただきますが、なるべくご希望に沿います。一人旅か。普段はあまり頭にないかもしれません。でも改めて考えれば一つくらいどこか行きたい場所はあるでしょう。そういや、いつかハワイに行きたいと思ってた。何か思い入れでも？ユミが言ってたんだ。結婚式といえばハワイでしょって、何かのバカ話の時にポロッとな。ユミというのは沢村由美さんですね。沢村遥の母親。あなたにとっては最愛の女性。七荒ヒル記念協会。ひまわりという片田舎の養護施設で育ち、夜の街に生きたユミが憧れた場所だ。その教会がハワイに？だから俺は死ぬまでに一度この国から出て、こいつをその場所に届けてやりたいと思っていた。俺が唯一ユミに送ることができたプレゼントだ。桐生さんにそんな素敵な思いがあるとは知りませんでした。花は？はい。余計なお世話だ。確かに私の悪い癖です。あいつとは結婚を約束していたわけでもね。若い頃俺はずっと思いを伝えられずにいた。やっと口にできたのはあいつの死に際だったんだ。桐生さんやっぱり今のは忘れてくれ。ハワイってのも
たまたま思い出しただけだ。それにまずは明日を乗り切らねえとな。近江の極道たちを前にいきなり解散を切り出すんだ。何が起きるか分かんねえ。ハワイや旅行先でなくてもいいんです。他に何か欲しいものがあれば何でも。俺は自分の人生も名前も消した男だ。欲しいものは何もねえ。もしあったとしてもあんたに用意できるもんじゃねえ。実を言えばあなたが望むものは分かっています。しかし沖縄の子供たちと合わせることだけはできません。ああ、よく分かってる。やっと来はった。お前も来ていたのか、鶴野。ええ、あんたをお待ちしとったんです。こちらの暇人が上流来るまで待ちたい言うて急に来てな。うちは忙しいっちゅうのにほんま迷惑やったわ。わかったわかった。うっさい女やの。どうした？何があった？いえ、大したことやないんですが、明日の話です。もろもろ説明しとこう思うて。せやけどここじゃなんですから。明日親父とは蒼天堀の外れにある建築現場で待ち合わせです。親父は無所出たその足で来ますんで、バシッとスーツに着替えてもろうてから近江連合の本部へ向かいます。渡瀬は俺が来ると知ってんのか？ええ、弁護士づてですが、親父にはあんたのことを何もかも知らせとる。俺らが西田にやった時、あんたが居合わせとったことも。そうか。その説は騙すような真似してすいませんでした。お前が説明したい話ってのはそっちか？後悔してるわけやない。やり直せたとしても俺はやっぱり西谷を殺します。ただ騙し討ちであんたに手汚させといて、あいつは殺すべきクズやった、自分は正しかった言うて詫びも入れんのは、それはあかんと思い直しました。明日をもって俺は何の肩書きもない元ヤクザや、そんなもんに頭下げられたとこであんたにええことは何もあらへん。せやけどほんまにすんませんでした。極道として生きてきたのは俺もお前と同じだ。すんませんじゃ済まないことだらけ。お前だって今本気で許されると思って頭下げてるわけじゃねえだろ。お互いやっちまったことはこの先の人生で背負ってくしかねえ。近江や東上会を解散させたとこでそれは同じだ。要するにそれはお許しいただけへんということで。もういいから頭を上げてくれ。分かった。いえ、許すと言ってくれはるまで俺のこんな頭ずっと下げとったらええんです。じゃあ許す。ほんまでっか？で話はそれだけか？いえ、一つだけやけどええニュースもあります。ん？さっき近江連合の本部に侵入者が現れました。その一人が元東上会の春日一番って男で、桐生さんご存知でっか？最近18年ぶりに無所出てきたんです。うっすら聞いた記憶はある。18年前は俺も檻の中にいたんだな。別の無所だったが。それより
春日は何で近江に侵入を？春日はもともと荒川真澄の子分でした。それが出所後、浦島太郎よろしくカムロ町に戻って、そこで荒川に撃たれたんです。何だと？その時荒川は近江連合に対して東上界の裏切り者を演じ取ったとこでした。芝居を続けるには元東上界の子分を容赦なく撃つ必要があった。それにそうせな春日は他の近江に殺される可能性が高かったんです。だから荒川はギリギリ殺さんように春日を救うために撃った。大した離れ技じゃねえか。春日はその後荒川の真意やら解散計画のことやら全部知りました。でおやっさんと慕う荒川の呼びかけに応じて大阪へ出てきたっちゅうわけです。明日解散宣言の時も俺らと一緒に備えてくれる。戦力として期待できんのか？真島五郎と冴島大河相手に互角やったそうです。もちろん春日はもう何人か仲間連れてましたけど。そいつは確かにいいニュースだ。明日うちの親父が解散切り出した時はっきりどうなるか読めません。信用できるもんはほんの数人。せやけど親父と東上界の六代目はその場の近江全員に宣戦布告する覚悟です。二人を守りきって解散を遂行するんが俺らの仕事や。ああ、いざって時は俺もあいつらの盾になる。その用心棒代込みの500億だったんだろ。恐れ入ります。ほな桐生さんも明日に備えてゆっくり休んでください。お待ちしておりました。親父もじき到着です。今出所してこっちに向かってますわ。用が用なら盛大に迎えるとこやけど、無所での出迎えは禁じられてます。それは近江連合若頭でも同じことで。ああ、承知してる。せやった。あんたも10年食らってはったな、親殺しの罪で。これから近江ぶっ壊そういう俺らも似たようなもんやけど。なんや獅子堂、急におじけづいたんか。長年あった極道の組織と歴史を俺らだけで幕引こ言うんです。頭は緊張せえへんのでっか。しとるかもしれんけど、もう腹は決まっとるからな。お前気ぃつけろや。親父の前でそんなくだらんこと言うんちゃうぞ。へい。親父、お帰りなさい。おう、お勤め親父ご苦労様でした。親父親父お前らもご苦労やったの。おかわりありませんな、親父。お帰りなさい。鶴野、獅子堂、ようやったな。死んだはずの竜を生き返らせたんや。大変やったやろ。超手こずりましたけど、元手が500億あったもんで大道寺の首輪もかなり緩になりました。よう来てくれたな、桐生。お互いややこしい立場になったもんや。あんた探すのにどんだけ銭つこだか。会って早々金の話とはな。昔はもっと夢のある男だった。死人に化け取った男がどの口で言うとるんや。大体最初から無理やったんとちゃうか。死体も見んうちに堂島の竜が死んだ言われて誰ら真に受けんねん。んなもんアホだけや。
お前以外はみんな騙せていた。本気でそう思っとるんやったらあんたも大概やな。しゃやけどその話はもうええ。今日はあんた抜きではやれん一大事がある。極道終焉の日や。ああ、思い切った手に出たもんだ。お前も大悟も。わしらが思い切ったんとちゃう。時代がわしらを追い詰めたんや。政治家や警察の皆様がとうとう法律でわしらを人間扱いせんでもええようにしてくれはった。この先極道は組織ごとお上の言いなりになるか、地下に潜ってマフィアになるかや。そうらしいな。今やったらまだ第三の選択肢を用意できる。組を解散して新しい受け皿でできる限り多くの極道を救い上げる。これが遅れれば遅れるほどわしらにできることはなくなってくんね。ほんでより多くの極道を路頭に迷わせることになる。それが正しい判断かどうか正直俺には分からねえし、口を出す資格もねえ。だがお前らが命張ってやろうとしてることだ。手重ね理由を思いつけなかった。あんたも大同寺のリスク背負ってきてくれてることは聞いとる。それでも近江連合と東条会、この二大組織に引導を渡すには伝説の極道たちが必要や。今日は頼むで桐生藩。親父、解散届はお持ちで。歴史的な瞬間です。解散届持って決めのポーズくれませんか？おい、アホなこと抜かすな。ええやないですか。今時は何でも記録に残すんです。ねえ桐生さん。おいやめろや。ええ加減にせ。死んだはずの東条会元4代目と結託した近江連合若頭、組を裏切り近江連合の解散を画策。その懐には今警察への解散届が入っとる。なるほどな。お前は解散に反対っちゅうわけか。獅子戸、近江の人間がこの動画見てもうたら誰かてお前らぶっ殺すわ。そんで俺は裏切り者暴き出した英雄になれる。なんやと？とりあえず渡せ組はいただいとこう。もう根回しも済んどるんで。なんやお前ら。組長も頭も反逆者やった。そらみんなアホらしなるわ。あんたは親父らに尻尾踏んのに夢中で下のもんが見えとらんかったな。要は器が小さいいうことです。お前は違うってな。部をわきまえて一歩一歩行きますわ。まずは組長から始めてゆくゆくは近江の跡目。大きく出やがったな。生まれが悪いもんで俺はチャンスと見たら命張るも惜しないんや。今日まで2年ずっと待っとった。近江解散の陰謀を暴くこの決定的瞬間をな。そんな前から裏切っとったんか。ドアホ、先に裏切ったんはお前らやろか。俺だ。寂しかったろ西谷。桐生一馬に渡瀬勝。お前らクソ虫だ。
裏切り者の老いぼれども。あんたはなんで生きとるんや、西谷会長。西谷会長を殺したんは俺やったでしょ。桐生さんはその現場におったが、俺の背中越しにしか見とらんかった。血のりが出るおもちゃで刺すふりしとっただけや。ちゃんとすぐそばまで救出チームを来させとった。全部計算づくや。お前らの悪巧みもここまでやな。なんでやシシド、お前も西谷を恨んどったやないか。せやのになんで。おっしゃる通り、俺は西谷会長にずっと命握られて何年も地獄を味わわされてきた。そこに手差し出して拾ってくれたんはあんたや頭。その恩をあだで返すんか。ガキン頃ゴミクズ同然やった俺が今じゃ肩で風切って街歩いとる。ずっと憧れよった眩しい夜を生きとるんやで。強い側に立って初めて分かった。力と恐怖で人を支配するっちゅうのはこんな気持ちええもんなんやな。お前、俺が食う飯、着る服、抱く女、あんたはそれを俺にくれたったと思うとるかもしれん。ああ、ちゃうで。何年もかけてどん底から這い上がったんはこの俺や。あんたは最後にほんの少し手差し出しただけ。どえらい勘違い男のあんたに顎で使われて何遍ぶっ殺そう思ったかわからんで。我ながらよく我慢できたもんや。あんたに借りなんぞない。俺が手にしたもんは全部この俺が自分の力で勝ち取ったもんや。それをなんや国をなくすやと近江連合解散させる。アホ抜かせ。頭湧いとるのか腰抜けが。シシド。せやけどお前らの陰謀騒ぎ立てのところで何の証拠もない。時が来るまで泳がしとくことにした。さらに証拠掴んだとして一人で近江を塗り替えれる思うほど俺もアホちゃう。ちゃんとその後の絵描いてみせな。誰もついてこんやろ。鬼人会を後ろ盾にしたらみんな解決や。この間火事場で助け出した西谷会長に俺は手の内全部晒した。桐生一馬の生存、近江連合と東上会の解散計画、驚愕の裏切り、許しがたい陰謀だよ。だろ渡瀬の兄貴。昔はあんた人言派の出ってことも気にせず俺を認めてくれたじゃない。極道は力さえありゃそれが全てだって。口だけじゃなく手本も見せてくれた。あんたを本物の男だと信じたから代わりに手汚すのだって構わなかったんじゃねえか。あんたが任侠の善玉みたいな顔してられんのは誰のおかげだよ。なのにこの俺を解散の邪魔だ、殺せ、始末しろときた。耳を疑っちまうよな。ちゃう、あんたを殺すっちゅうのは俺が言い出したことや。黙ってろ鶴野。言い訳にもならねえんだよそんなもん。俺のことも近江のことも渡瀬の兄貴は裏切った。俺らがそれでどんだけ傷ついたと思うなあ。それに引き換えシシド、お前はマジで大手柄だ。
愛してるぜ。あんたらがいらんいう近江の組織は俺らが丸ごといただいたる。そのためになら憎い相手だろうと喜んで尻尾振るってわけだ。おうよ、そこまでやったから今この状況がある。正直に言う霊気にはこの状況は想定外や。相手は渡瀬組と鬼人会の連合軍。こんなありがいな。今日一番の山場が来るのは近江の本部が戻った。ああ、俺もそのつもりだった。だからもしあんたが無所で体なまらせていたんなら多分俺らはここまでだ。わしは今日という日に備えとったんやで。なまっとるわけないやろが。あんたこそ年食って錆びついとるんやろな。いいだろう、少し希望が出てきた。お前はどうだ鶴野。どうって、あんたらレジェンドとトリオで喧嘩できるんや。さっきから血たぎってしゃあない。上出来だ獅子堂。長いこと念入りに計画を進めてきたらしいな。だが随分でかい穴がある。あ？ここで俺らを始末できなかった場合はどうなる。その時は何もかもご破算じゃねえのだ。本当にここにいるお前らだけで俺たちを止められるのが。おもろいな。また動画撮っとけ。近江連合全員に俺らのお手柄見せな。へい。老害どもはまとめて始末したる。今ここが新生近江連合の幕開けや。ぶち殺したれ。こんなアホなことあるかい。おかげでいい肩慣らしになった。悪いが俺らの本番はこの後なんでな。まだ終わっとらんやろが。おめえぐわっ。せっかくのスクープをすまんな。親父、よく来てくれましたね。俺が一番殺したかったのはあんただよ。わしもお前やったらそう考える。お前に殺されるんやったらしゃあない。あんたのそういうとこが好きだった。なんで裏切った。なんでだ渡せ。悪いな。わし今日は死ねんのや。小桜。まだ嫌がったのか。
あなた方のピンチかと思い切ってアクセルを踏んだんですが、少し過剰防衛でしたかね。花、なんでここに？うちもおるで。最近はうちでも茜さんから蒼天堀の情報を仕入れてましてね。彼女は大したものです。この町一帯に目と耳を張り巡らせている。すると今日、死んだはずの西谷らしき人物が目撃されたと。ほんのついさっきな。それで余計なお世話かとも思いつつ様子を見に来たんです。手ぶらじゃなんなのでリムジンをお持ちしました。近江の若頭を乗せるならこれくらいのグレードでないと。スーツの替えもあるで、上流。あんた血まみれやんか。えらい気の利く味方がおるんやな。俺も驚いてるよ。親父の着替えもここにありますぜ。どうやら腹痛い言うて休んどる暇はなさそうやな。ああ、言ってなかったか。ここからが本番なんだぜ。分かっとるわ。ちょっとしみるかもしれんけど、見た目だけでも傷隠さな。これから近江を解散しよう言うのにカッコつかへんやろ。自分とこの飼い犬にめっちゃ噛まれてましたって。痛いとこついてくんな、姉ちゃん。返す言葉もあらへんわ。お腹は血止めただけやからな。せいぜい動かんようにしとき。くそ、いった。あなたは休んでいるしかなさそうですね、鶴野さん。歩くのも辛いようではどうしようもないでしょう。アホ抜かせ。親父は腹まで刺されとるんやで。それに今日のために準備重ねてきたんはこの俺や。これからって時に外されてたまるかい。まったく、なんでそこまで上のために体を張れるのか。極道というのは気が知れません。こいつは今時珍しいタイプだがな。それより西谷はどうする？ご心配なく、すぐ大道寺の者が回収に来ます。我々はぼちぼちここを出るとしましょう。みんなお待ちどうさん。渡瀬さんの傷隠しメイク完了や。もう近江の本部行ってええよ。うちはここでお見送りや。お、上流何？あんたに初めて会った時はここまで世話になると思ってなかった。ありがとな、茜。改めて礼を言う。なんや、そんなもんこれっきり最後のお別れみたいやんか。そうだな。少し固く言い過ぎた。戻ったらまた上流に仕事用意しとくさかい。そん時はしっかり頼むで。ああ。これでやっと最初の予定に戻ったな。いや、そうでもない。味方に感情しとった獅子道が消えて、わしは腹に刺し傷抱えとる。鶴野も足を負傷中や。その代わりにリムジンをご用意したじゃないですか。近江の若頭が泣き言ばかりでは困りますね。おいおい、お前もう黙っとれ。今のは一言余計どころの話じゃないで。こっちはガタキトンのメイクで隠してるみや。しかも本部ついたら精一杯強がらなあかん。今だけ多めに見てくれや。それがお望みとあらば。花は近江の本部まであとどのくらいだ？10分もあれば着きます。つまり15分後には近江連合と東上会の解散が宣言される。どこ吹っ飛ばすかもわからん爆弾に火つけるっちゅうわけや。ああ、あんたは大層な役を買って出たもんだ。極道って歴史に
引導を渡そうってんだからな。だがこれはあんたにしかできねえ。解散宣言の書状ってのがあるのか？ああ、ちゃんと用意してある。まるで遺言でも書いとる気分になった。確かに似たようなもんかもな。鬼が出るか蛇が出るか、まあ最悪に備えとったら間違いないやろ。さすがに本家若頭の出迎えともなると壮観ですね。この人たちに向かって組は今日で解散というわけですか。もう黙っといてくれ。渡せ。傷はどうだ？今人生で一番の痛みや。顔が引きつらんようこらえとる。お前は俺が守りきってみせる。誰にも指一本触れさせやしねえ。おいやめや。惚れてまうやろ。頭、よくお戻りで。お疲れ様でした。私はここまでです。無事終わることをお祈りしています。いろいろあったけど世話になったな、花輪さん。上流、あなたはこの先も大道寺のために働いていただきます。必ず生きて戻るように。ああ。わずかな人数で私たち関西近江連合が立ち上げられたのは100年以上前になります。創世紀には敵対する組織との抗争も引き起こし、多くの人命が失われた歴史もあります。地域住民の皆様におかれては、我々に対して恐怖感、威圧感を抱かれた方々も多く、誠に申し訳ございませんでした。つきましては、現会長および組若頭渡瀬勝の連名により、本日をもって関西近江連合を解散いたします。嘘やろ。大阪府警本部長どないなってますんや、頭。何言うとるんや。東上会六代目堂島大吾だ。東上会？なんでそんなんがここに？頃合いだ。ですね。東上会も近江連合と同じく本日をもって正式に解散する。俺と渡瀬さんは互いに今回の組織解散の見届け人だ。このことは病床にある近江連合会長並びに若頭代行荒川真澄も了承している。アホ抜かせ。なわけあるかいボケ。それ渡せ、この裏切り者が。冴島、
今日のために念入りに研いできたんやで。最初の餌食になんのは誰なんや？真島の兄さん。わしらはこれから大阪府警に解散届を出しに行く。文句が出るのは百も承知や。せやけどな、踊れらも極道やったら力ずくで止めてみるや。なるほど、そういうことやったんですが、荒川は。あいつが荒川真澄だな。そうです。こないな喧嘩一生に一度きりや。そしたらとことん楽しめる方につかなおもろないわな。お前も裏切るんか剣道。味方になると頼もしいね。なんやおもろいことになってきましたな。で今天道の横におるもじゃもじゃが昨べ話した春日です。ここで俺の都政も終わりだな。でもそれを一世一代の大喧嘩で締めくくれるわけだ。伝説の極道たちと一緒によ。くそ血がたぎるってもんじゃねえか。始まりますぜ。ああ、狙われるのは渡瀬と大悟だ。誰も近づけさせんな。くそな、加減にさらせ。渡せ。やべえ。渡せ。なんだ。やっぱり生きとったか。帰ってきよったな、堂島の龍が。あんたが見つけたのか、あの人。あの人？何を言うとるんや。そいつは臨時雇いのただの用心棒や。名前も知らんで。こっちは任せろ。お前ら前だけ見てりゃいい。後ろは俺が死んでも守る。誰だか死ねが美味しいとこ持っていけやがる。くっそー、マジか。桐生さん一人だけカッコつけすぎや。よっしゃ、おかわりと行こうか。まだまだ食い足りねえぞ、こら。これで全部か。やったぜ。桐生さん、気悪うすんなや、堂島さん。わしのその用心棒はあんたらに呼ばれる名前を持っとらん。よう似た知り合いがおるかもしれんけど別人や。いやしかし用心棒の派遣元は大道なんたらいうお寺さんやったな。これ以上は察してくれや。わかりました。さあ、ここはもうええ。行きましょう。俺がご案内します。じゃあな、春日、一つ借りとくぜ。
なんや、思ったより軽かったの。あっけなかったんちゃうか。その割に行き上がっとったやないか。俺かてゲロ吐きそうやったで。けどこれで全部しまいか。近江も登場界も泡と消えるわけやな。おお、せや。ほんならパーッと打ち上げでもどうや。うまいホルモンでもつつこうや。ご活躍の用心棒さんも一緒にな。悪いが遠慮する。少しくらいええやないか。もともと俺はお前が死んだなんて信じとらんかったで、桐生ちゃん。人違いだ。あんたとは初対面だよ。なんや、俺にまでこんなくだらん芝居に付き合い言うんか。無理に付き合ってもらう必要はねえ。俺がこっから消えりゃ済む話だ。わかったわかった。そしたらもうちょい芝居に付き合うたるわ。せやからまだ帰んなや。あ、何や。獅子堂、お前まだ。えらい殺気のこもった目しとる。あいつは俺の客だ。まだ蹴りがついてなかったんだな。なんや、お前しばらく見んうちに弱なったんか。それがあいつが強いかや。俺が生きとる限りお前らはこっから通さん。近江連合ぶっ壊す言うんやったらその前に俺を殺さな。もう終わりや、獅子堂。イグラシンもええ加減にせ。雑魚は引っ込んどけや。鶴野。何やと。手負いの獣やな。もうなくすもんはないっちゅうわけや。おらほう。やっとるんや、真島。なるほどな。離さんかい。こんなもんかいな。見てみ、まだ死んどらんで。この俺も近江連合もせやろが。こういうしぶといところがうちの強みやったな。渡瀬さん、その傷。親父、これは警察行く前にまた着替えなあかん。お前らいいか。ここでこいつらの弾取らな。極道はほんまにしまいや。たったこんだけ相手に本部潰されて、この先惨めに負け犬の烙印押されて生きるんか。俺らは最強の近江連合やろが。そうや。強さと恐怖が人を支配するんや。極道の意地見せたらんかい。クソ、あいつを黙らせねえと。いいんだ。気が済むまで言わせてやれ。おい、まだ庭におるで。動けるやつみんな来い。裏
切り者ぶっ殺すんや。こいつらの裏切りは何年も前から始まっとったんや。ずっと裏に隠れながら糸引いとった。俺らを踊らせて高みの見物決め込んどったんや。そんな奴らに好き放題されてええんか。言い訳あるかい。解散届わしがケツ吹く神にしたれ。登場界のチンカスどもも殺したれ。邪魔するもんは皆殺しや。血の雨降らしたるわい。町田さん盛り上がってきたの。だからこうなる前に黙らせようと。これでいい。は？全部吐き出させなきゃあいつらだって受け入れられやしねえよ。獅子堂も西谷も言ってみりゃ王道のヤクザだ。力を誇示して周りを操り、てめえの欲望と野心を満たすためには手段を選ばない。組織としての極道はああいうやつを便利に使ってきたはずだ。それを清算しようってんなら俺たちは真っ向から受け止めて叩き潰さなきゃなんねえ。引導を渡すってのはそういうことだ。今ここでそんな真似俺ら以外の誰にできる。用心棒の言う通りや。わしらはあいつら力でねじ伏せてなんぼ。せやろ堂島さん。これじゃまるで俺だけ臆病者だ。何言ってる。こいつは全部お前と渡瀬で始めたことだ。日本の二大極道に幕を引く。臆病者がそんなの思いつけるかよ。わかりましたよ。ならこれが登場界最後の花火だ。なんやこいつら。上等やないかい。行くぞー。よっしゃ桐生さん、あっちです。あいつが本部の方に。蹴りつけようやないか桐生。獅子だ。踊れる。まだ終わっとらんわい。行けや桐生。こっちは俺らで十分や。雑魚は任せとけ。あいつはお前の客なんやろ。ならお前の手で直接引導渡したれ。きっちり思い知らせてこいや。分かった。ここは頼んだぜ。初対面のあんたたち。相変わらず頑固やの。この大広間のこの場所に座ったもんが日本のヤクザの頂点に立つ。ここで話す言葉一つで日本中の極道が右にも左にも動く。それが近江連合のドンの価値や。もうそんな時代じゃない。それはお前も分かっているはずだ。分からへんわそないなもん。一度でも登場界のトップに立ったあんたにはどうでもええことかもしれん。せやけど俺らみたいなヤクザやることでしか生きていかれへん連中にはここしかないんや。ここが生きていくために必要な夢なんや。夢か。
あんたみたいにてっぺん取ったエリートには分からへんやろな。お前らが勝手に奪っていったもんの大きさが。わかるさ。なんやと。いくら名を消しても、いくら自分を偽っても、根は俺も同じ。てめえより強い奴がいると聞けば喧嘩して倒したくなる。自分が一番強いということを証明して勝ち誇りたい。そんなもんだ。せやったらなんで大解散なんぞに手貸したんや。なんで俺らからヤクザの夢奪ったんや。簡単だ。俺らヤクザモンが持っている夢なんてのは毎日を必死に生きている人たちの夢に比べたらゴミみたいなもんだからだ。キリュウ、お前のせいで最後の最後に全部ぶち壊しや。お前だけはこの手で始末したる。その後は沖縄のガキどもや。俺を揺さぶってるつもりなんだろうが、お前とはここできっちり片をつける。どんな小賢しい真似してこようがな。はあ、その言葉全部そっくり返したる。何が伝説の極道や。全員まとめて首さらしたるわい。何を見下ろしとるんや。近江連合は今日をもって解散や。お前らがいくら吠えても親父や登場会を止められんかった。こっちの勝ちや。勝負やったな。褒めたるわ。行くで。もうここでやれることはない。渡せ。よかったらお送りしますよ。また渡瀬さんの新しい着替えも持ってきたで。本当に気が引くな。さあ乗ってください。多分全員乗れるでしょう。あんたやってくれたな。大道場ペテンにかけるなんてよ。たかが極道にしちゃ大したもんだ。個人的にはこのままぶっ殺してやりたいとこだが、いいエージェントになるから生かしとけだとさ。これから一生きっちり首ははめてやるからな。安心しろ。西谷も一緒だから寂しくねえぞ。珍しいですね。もう座禅は飽きましたか？
まだシャバの空気が抜けきんなくてな。そう言ったら住職が一本くれたんだ。悟りへの道は遠く険しい。たまには一息入れるのもいいでしょう。どうもここで悟りを開けるとは思えませんね。これは手厳しい。新しい仕事か？いえ、あなたはもう少しほとぼりを冷ました方がいいでしょうから。大阪に続き横浜でもご活躍したばかりです。まあそうだな。伝説の竜が後継者に選んだのは春日一番。そういえば彼はあなたとどこか似ている気がします。人の罪をかぶって刑務所に入ったりするあたり。いや、それはヤクザのお家芸でしたか。後継者なんて俺にそんなおこがましい考えはねえよ。ただあの合同解散の後、結果的にあいつが背負っちまった重荷を少しだけ軽くしてやりてえと思った。あなたが働きかける前、彼は出所したてのヤクザ崩れでしかありませんでした。そんな男が権力に溺れる青木亮を止めるまでになったんです。大道寺としても青木の独走は見過ごせないところでした。あなたの後押しがなければきっと春日の活躍もなかったのでは。俺があいつを強くしたわけじゃねえ。強いあいつにたまたま俺が巡り合った。それだけのことだ。しかしですね。さっきから何が言いてんだ？そろそろ本題に入れよ。用があってきたんだろ。おっと、そうでした。大道寺からあなたの今回の労をねぎらいたいと褒美が出されました。ん？あなたの功績は大きいですよ。前にも言いましたね。何せ500億の利権です。ついでに私個人としては命も救われている。それを仮のままにしておくのはあまり気持ちいいものじゃありません。そこでまずはこれをお見せすることにしました。初めて見るでしょう。そこは沖縄のあなたのお墓です。我々の隠しカメラが撮影していました。桐生一馬の大事な子供たちを監視するために。その日はあなたの命日でした。春人君は4歳でしたか。かわいい盛りです。カメラが遠いのは我々の監視がバレないためなのであしからず。最後にお参りしている2人は太一君と綾子さんです。ところがこの後レンズが反射してしまったのか、綾子さんがカメラに気づいてしまいます。ねえ太一、これカメラだよね。うん、そうみたい。おじさんのお墓に向いてる？隠し撮りしてんだ。多分俺たちのこと。じゃあもしかしてこれおじさんが仕掛けたとか？おじさんがやっぱり死んでなかったとしたらそうかもな。ヤッホーおじさん。あんた何やってんの？だってこれおじさんが見るかもしんないんだろ。え？ダメでもともと別にいいじゃん。ねえおじさん、俺のことわかる？太一。それに綾子姉ちゃん。
こっちはみんな元気。はるか姉ちゃんもハルトもね。シロも泉もコウジ、ミツオ、リオナ、エリ、みんな元気だし、それに実はみんなおじさんが死んだなんて信じてなかったりする。本気でだよ。おじさん、俺消防士になったんだ。何かあってみんなが勇気を出せないでいる時、真っ先に人を助けられる人間になりたいと思ってさ。多分おじさんの背中を見て育ったからだよ。私はね、小さな会社で事務やってる。ちゃんと就活も頑張ったんだ。コウジもサラリーマンになった。リオナはアパレル業界、エリは今保育士目指してる。泉はトリマーになったの。豆で練習してた。ミツオはとりあえずフリーター、シロは理系を専攻してる。ハルトは今やんちゃなんだよね。目離すとすぐどっか行っちゃって、はるか姉ちゃんとゆうたさん困らせてる。きっと何か事情があるんでしょ。生きてたら絶対俺たちに会いに来るもんな。もし本当にこれを見てたらさ、何か合図をくれない？もう私たちは自力で何とかやってるし、おじさんに面倒見てほしいなんて言わない。ただ、もしかしておじさんは一人で寂しいんじゃないかなって。合図が来たとしても朝顔のみんな以外には内緒にしとく。それでいつかおじさんが帰ってきてよくなるまでおとなしく待つよ。そうそう、私も太一ももうお酒飲めるし、絶対楽しいよ。いっぱい話すことあるんだから。あ、そうだ、俺たち明日また来るよ。おじさんに渡したいものがあるんだ。はるか姉ちゃんたちもカメラに話してもらいたいし。おじさんに渡したいものって？そっか、それいいね。じゃあまた明日。じゃあね、おじさん。あいにくカメラは現地のエージェントがすぐに取り外しました。監視対象にバレた以上妥当な判断です。そうだな。あなたにこの映像を見せることが果たして褒美になるのか検討をしました。いや、見せてくれて感謝する。太一君はさっきあなたに渡したいものがあると言っていましたね。隠しカメラを回収した翌日、その場所へ朝顔の子供たちがやってきて絵の入った筒を置いていきました。ですが死んだはずの桐生一馬が絵を持ち帰ったと思われるわけにはいきません。そこで現地のエージェントは中の絵を撮影だけして元に戻しておきました。ハルト君が描いた絵です。真ん中にいるのがあなたでしょうか。うまい絵だな、ハルト。見ろよ、4歳ってのはもう字が書けんのか。最後に会った時あいつはまだ喋れもしなかった。なのに立派にやってますよ、はるかさんも他の子たちも。まったくだ、あいつらはとっくに自分の足で立って
歩いてる。なのに俺が一人で寂しいって口に出すことさえできずにいた。子離れできてなかったのは俺だけだったんだな。さっき男の子が何かあった時最初に勇気を出して動ける人間になりたいと言ってました。子供たちにとってあなたはそういう人間だったんですね。今の俺が耳の痛い言葉だ。ここで座禅する以外やることもねえ。そういえばあなたには花輪さんが休暇で旅を進めてましたな。もう上にも話は通ってますよ。休暇の期限は決まっていません。その気があるならぜひ。ただし誤解のないように、桐生一馬の死はこれからも貫いていただきます。どこへ行こうと我々の組織があなたから目を離すことはありません。もう修行は終わりか？私もこの寺も形ばかりのものです。お望みなら修行はどこででもできますよ。お行きなさい。最初の目的地はハワイですか？いや、そいつは最後のお楽しみだ。相変わらず自分のやりたいことは後回し。あなたらしい。主任はよほど桐生さんを信頼なさっているということでしょうか。ただの計算づくだよ。手柄を挙げた者には見合った待遇を与える。心象出没ってやつだ。彼には恩を着せた方がいいし、それで組織の他の駒にもいい影響を与える。もう一つ、堂島の竜は味方として心強い分、敵に回したくはない。ああ、だからといって慣れ合いはしない。その点花輪君はよくわきまえてんだろう。もちろんです。偽名の身分証、クレジットカードなど一式揃えておきました。手間を取らせたな。一派からの許しが出たというだけのことです。あなたとはあくまで管理するものとされるもの。友人にでもなったと勘違いされては今後に支障をきたします。ああ、俺とあんたはそれでいい。上流では偽名に不向きです。勝手ながら鈴木太一としておきました。昔この偽名で身を隠していたことがある。存じてますよ。あんたらにそれを教えたことはなかったはずだがな。実は私、大道寺の人間になるより以前、別のつてであなたを知る機会がありましてね。初耳だよ。私もあなたと同じなんです。何がだ？新たな人生を手に入れるために自ら名を消した男の一人。要するにまだまだあなたの知らない秘密があります。もうそういう話にも慣れた。
桐生さん。またな。